はい、こんばんは。どうですか？ちょっと確認します。8月8日土曜日の7時34分ですね。フィリピン・ドゥマゲテです。はい。こんな感じ。これでどうですか？えー、っとね、昨日はすいませんね。いきなり終わったりしてね。はい。今日はどうだろう。まあまあ、適当にやりましょうかね。オッケーオッケー。音声オッケー。音声オッケーですね。はい。どうしようかね。ちょっと待ってくださいよ。まあ、初めての人もいるし、まあ、まだ誰も来てないと思うんで、まあ、ざっくりね、僕はフィリピン、ドゥマゲテ、ネグロス島ってね、セブ島の横にある島のドゥマゲテっていうところに家族で移住してきて9年目になりますかね。9年目になりまして、大体まあ4年ぐらい前から、釣りのね、ガイドをやってます。はい。ただ一年中ガイドしてるかっていうとそうではなくて、今はちょっとオフシーズンになってまして、まあ11月から5月末まで、だいたい7ヶ月間なんですけども、そこをメインに、メインはね、もう日本からのお客さん、はい、ガイドしてます。はい。で、狙う魚種は川なんですよ、川のね。釣りでパプアンブラックバスとかね、パプアンスポットテールバス、まあバラマンディ、ネイティブのバラマンディですね。とかマングローブジャック、まあマングローブジャックはあえて狙うってことはないんだけども、まあまあ釣れるんですよね、ジャックはね。まあおまけですよね、ジャックに関して言うと。そんな感じの、専門です。だからね、たまにね、GT とかカンパチとか、まあイソンボ、あとまあそういう海のねオフショア系のがね、僕やってませんのでね、シーラーとかカジキとかで、もしね、カジキとかやりたいっていうんだったら、まあ別途僕カジキはね釣れるんで、ブルーマーリンってやつ、船です、船。ただね、もう正直ね、なんだろう、2週間とかのツアーになると思うんで、まあまあなしってことで、もしやりたいっていう方がいたら僕も一緒にやりますからね。はい、行きますから。はい。船です、船。はい。船で2週間泊まりますから。まあまあ、ちょっとまあまあ、それはあれかな。基本的に7ヶ月間はもう、もうガイドになって、そうカジキとかやってらんないんですよ。であんまり僕もね、そう今はね、もうパパンバスとバラマンディもばっかり、もう他の釣り道具、まああるけど、これ後ろにね、1万8000番みたいなリールもあるけども、まあもう基本的に僕今もうスピニングなんか使わないしね、小物っていうかタチウオもやんなくなったし、やんないね、行かないっす。ね、木とか、もう完全、釣れても釣れなくてももう、パプアン。あれ、強いて言うんだったら、ちょっとこう、プライベートの池でピーコックバスとかコロソマ、パクーって言われるやつね、あれ、めっちゃ引くやつ。あれやるぐらいですね。でもあれもほとんど行かない。ピーコックバスね。はい。ピーコックバスもね、まあ、できますんでね。まあ、おまけと考えてください、おまけ。青いやつ、アズールとか、あとでかいアスーとかいますよ、そこはね。はい。まあ、ネイティブじゃないんで、もう全然おまけと考えてください。僕もそこ全然押したくないんでね。やっぱピーコックバスって言ったら、ネイティブとか皆さんまあ言ったらあれと一緒ですよ。タイとかマレーシアとかでいるようなね。まあただアスがいるっていうだけですけど。まあまあいいや、それは。はい。
そうそう、昨日は何の話、そうそう、釣り竿の話してたんですよね。うん。パックロッドの方が、やっぱり、やっぱり航空会社によるから、いいんですけど、7フィートぐらいの2ピースで、7フィートって2メーターちょっとでしょ。2メーターちょっと割れば、センター割りしたら、センター2ピースだったら、まあ 1. 点何メーターじゃないですか。だから、入るんですよね。例えば塩ビ管とかで作ってもらえたら入るんで、フィリピンの場合だったら、まあまあ、それでもいける。この前もなんだっけ、つららのエルホリゾンテとかで来たいって方がいて、うん、いける。完全にワンピースは来た。この前の方はワンピース持ってきた。で、もう3万とか4万とか追加ですよ。ワンピースはね。でもその人はまあ、余裕もあるんで。フリーウィルフィッシングさん、こんばんは。今日もお疲れ様です。はい、どうです。そう、藤井さん、いけるんだけど、3辺の合計が150センチだったら、まあ、ワーシャだったら130、あと20、20、20で取れると。これぐらいか。うん、だから直径10だったらいいんだよね。直径10の塩ビ管に、で、まあ、スコーピオンとかね、シマノが130で出すじゃないですか。あれでできると思いますけどね。ただね、それが、昨日も言った通り、空港の職員によるからややこしい。うん。多分ね、問題なく行く。問題なく。うん。フィリピン人ってが乗るじゃないですか。日本からとか、日本からマニラ。うん。フィリピン人と日本人が多いじゃん、メインじゃないですか。フィリピン人って見てもらったら分かるんですけど、めっちゃ荷物多いんですよ、彼ら。うん。でね、あれをね、はい、この通り7キロまでの手荷物、持ち込みとかやってると、あれはでもちゃんと測られるんで、預けはね、チケットカウンターで預けるときに測られるじゃないですか。あれはさすがに言われますよ。うん、これちょっとオーバーしてるって言われますけど、機内持ち込みのリュックは、ねえ、見たことあります？あれ測ってるのとか。基本的にフィリピン人は多いんで、うん、7キロ測られたことないけどね、だいたい40リッターのバッグぐらい、パンパンだったら怪しいけどね。うん。まあだからそこにラップトップとかね。いや、まあ、ノートパソコンとか僕はいつも入れてる。ノートパソコンと、で、昨日ね、釣り友さんが、なんか、ロクストバゲージの安全対策のために、1本パックロッドを機内持ち込みしてるって言ってたんですけど、それはやめた方がいい、フィリピンは。うん。まずね、規約に、もう釣り道具は機内に持ち込むなって書いてあって、それにチェックしてると思うんですよ。だから釣り道具は全部預けてください。別にパックロッドでも、全部あれ言われないけども、もし言われたらややこしいでしょ。うん。で、正直僕のツアーに限って言うと、ロストバゲージっていうか、荷物が1日遅れてきましたって、過去1回だけあったっす。僕もタックであるし、うん、その人はおつれさんのお客さんがうちこれ使ったらって言ってそれ使ってましたけど、僕も別にあのーあります。左巻きのリールだったらいっぱいあるし、うん、まあ1日ぐらいはまあレンタルでやってもらっても、うん、ほとんどないけどね、ほとんど。しかもそれフィリピン航空が原因じゃなかったんで、その人は中国での乗り継ぎであったんですよ、中華の方でね。うん、だからフィリピン航空でもロストバゲージってことは今までないです。ない。
ですね。だから、やっぱこれからはもうパックロッドの方がいいですよ。やっぱね、ストレスがない、少ない。でも2ピースぐらいだったら、2ピース3ピースぐらいだったらね、まあまあまあ、そこまでシビアな感じではない。日本と違うんで。そうですね。で追蔵の話してたんですね、昨日ね。でそれでちょっとね、下の子供がなんかあれだったんでぐずり出したから、もうやめたんですけどね、昨日はね、ライブ途中で。って感じで、今日はね、大丈夫だと。土曜日はたこ焼き屋閉めてるんですよ。ちょっとね、明日が忙しいんで。だから嫁さんもいるんですよ。だから大丈夫だと思うんですけど。はい。音声とか大丈夫ですか？音とか。遅延とかないかな？大丈夫そうですね。から、それで、その話して、まあ、レンタルの話とかもしたんですけど、右ハンドルがないんですよ。1個しか。で、しかもそれがローギアなんで、まあ、今6号巻いてるのかな。だから全然使えるんですけど、巻きとかでは。まあ、使えるかな。ジャークでも、まあ、使えるか。僕はずっと左なんで、巻きだけ右1個だけ買ったんですけど、もしあれだったら、そうね、タトゥーラ200の右巻きのハイギアとかあってもいいかなとは思いますね。安いし、2万5千ぐらいだしね。右、今までね、レンタルしたのはね、その1日だけいきなりガイド入ってきたらオーストラリア人だけだったかな。それはもう全く手ぶらで来て、なんか、マニラにいたのかな。マニラにいた時に、なんか、次ドゥマゲテ行くってなって、ドゥマゲテ四季ホールって、まあ、リゾート地がいっぱいあるんですよ、ドゥマゲテって。だからそれで、だから奥さんっていうかまだ結婚してなかったのかな、その時。フィアンセと、そのお父さん、だから義理のお父さんと、だから3、4人で来てて、なんか僕を探し出したらしいです。で、行けるかって言われて、で、本当は何日かやりたかったらしいんですけど、僕の方が予約入ってたから、全くその人はだから手ぶらでした。うん。手ぶらで来て、僕のタックルでやってましたね。うん。そう。ただ、万が一でも釣りできないってことはないということですね。安心してもらったらいいかなと思いますけどね。そう。で、基本的につい、レンタルの時だけ、昨日言ってたのは、PE ね、6号かなんか5号でいいか、5号、1箱だけ持ってきてください。レンタルの人ね、レンタルの人。うん。なんでもいいよ、X8 とかでもいいっすよ。自分が使うんでね。自分が、それで、レンタルのリードに巻き替えてください。嫌でしょまあ基本的には僕が使ってるリードなんだけど、自分で持ってきた糸巻いた方がまあ、気持ちいいっちゃ気持ちいいじゃないですか。新品なの間違いないし。うん。今日も、はい。あら、そんな、まあ、いい糸使いたいんだったらオルトロス5号とかね。でいいし、まあ最悪糸はありますからね、僕もね。ただレンタル代無料ですけど、ちょっと糸とか、ああいうのだけ持ってきてください。僕も全部ね、毎回変えたりしてると、やっぱりその分、コストっていうか、あれかさんでくるんで。うん。あとは、絶対持ってきてよ。針とスプリットリングはちゃんとしたのを持ってきてくださいね。うん。スプリットリングは、だから NT スイベルっていうのが売ってないと思うんで、店舗には。あんまり。だから、NT スイベルね。
NT スイベルのスプリットリング。ルアーバンクで買ってください。これはね、なんだっけな。ラウンドプレススプリットで、ラウンドプレス、うん、まあまあ、別に、あれでもいいですよ。ウルトラワイヤーとかでもね、カルティバノとか、あとカーペンターとかあるでしょ。まあ、強いと言われるものもね、あとは、ボンバダとかね、ボンバダのスプリットとかは強いと思うんで、まあ、その辺、フリーウィルフィッシュ、この間買ったら品切れになりました。僕も買おうとして、なんか、フィリピンからのクレジット決済で、そういえば、返金してくれてないな。まあいいや、11円だと。品切れになりました。あれ、そんなにないんだろうね。そうで、僕が、あ、か、あ、藤井さんとかでそう、僕もカゴ入れてたら、結構大量がいてても5000円分ぐらい買おうかなと思ったら、僕の場合は決済できなかったんですよ。カードがなんかうまくいかなかった。で銀行振り込みしましょうかとか言ってたら、もうそうそうそう。めんどくさくなってやめたんですけど。うーん。ね、あれはいいんだけどね。他なんかあるんすか？僕、まあ、ボンバダとかいいとか言うのかな。ボンバダのスプリットリングってなんだっけ？フォルチ。うん。なんかこれいいとか言いますよね。ボンバダの。だから、ナンバー3で50機、30うん、ナンバー2、3、4、5、6。うんうんうん。いいんじゃないですか、これね。うん。どうなんですか？僕使ったことないけど、ボンバダの、フォルチっていうのこれ。これかな。まあ、うん。これは多分あるんじゃないですか。うん。買ってみてください。もうないみたいなんでね、NT スイベルが。あのある程度のものをね、あとウルトラワイヤーとか。ウルトラワイヤーって硬くてね、ワイヤーも太いから、これはどうなんだろうな。NT スイベルは、兵庫県の笹山の会社かななんですよね。あそこの辺に笹目針、まあ、バス針で言うと流儀とかね、笹目って言ったらシャウトとかのブランドですよね。ああいうの集まってるんですよね。ちょっとしたもう零細企業ですよね。釣り具のね。リング作ってたり。あ、フリーウィルフィッシングさん、はい。ボンバダ頻繁にフック付け替えすると開いちゃいますが、強度は問題なかったです。そうですか。じゃあ、しょうがないよね。しょうがないっていうか、まあ、ボンバダでも良さそうかなと思いますね。で、誰かが教えてくれたんですかね。うん。まあ、針の、あれなんでね、頻繁にフックまあ、そんなしないかなと思うんですけどね。まあ、でも、このなんかエコノミーパックっていうのなんか40個入りとか、はい。そうそうそう。えーっと、こ
この辺だったら通販とかでもありそうですよね。あとはね、そんなもんかな。小物で心配する。で、基本的、あとはもう、昨日もそうですね、ご予約いただいて、えーと、もうね、11月から、今予約いただける方は、まあ、11月、12月、2月ぐらい、うん、空いてればもうそこを入れてください。うん、そこで、3月以降は3月以降、なんていうかな、今もう行ける日が分かってて、11月とか行けんだったらもうそっち、あの、がいいと思います。で、予定とかがあって3月以降っていうのでも、別にそれほど、毎年というか、今から4月がいいとか、5月がいいとか分かんないですけど、まあ、なんていうかな、そう、均等というか、うん、結構通して11月も良かったな、でも4月も良かったなとかなんで、あんまりもう気にしないでいいですよ。それよりは、もう今お盆ですか？お盆入るんかな。航空券と、もうね、そう、フリーウィルフィッシングさんとかはもうね、すでにもうだいぶ、6月の時点でもうね、航空券もうちにお振り込みとかもいただいてるんですよ。だからまあできるだけ航空券もそう昨日の人とか見てても往復1人7万円しないぐらいなんですよ。この情勢でね。うん。高くなったって言われてて7万円しないぐらい、1人往復で。どこだったっけな。福岡福岡マニラドゥマゲテですよ。うん。だったかな。だからそっからその方は2人で来られるんで4泊5日で16万か、だから、ね、全部合わせても23万とかですよね。で、うん、4泊5日はおすすめしますけど、まあまあ3泊4日とかだったらもう2万円安くなります。1人の方、そうですね、1名様だったら4泊5日で22、3泊4日で19万ですけど、これが2名になるとゴンと下がるんですよ、僕のほんと比較的ね、それでパプアンバスも、まあ、必ず全員が釣れるっていう魚ではないかもしれないですけど、まあまあ、チャンスはあるし、結構釣れてますんでね。うん、まあ大事なのはやっぱり体力とか、もううん、正直まあここでね、見てないと思うんで言いますけど、もう何もね、もうなかった人はね、もう一人だけ、うん、3年、だから、今まででだいたいそっか、15、15、33組か、ご案内して一人だけですね。だからその人はまあその人はちょっともうね、なんか、やっぱりちょっと違う、まあね、例えばまあ、釣りを放棄しちゃう感じ、だったんで、それは論外でしょ。そんな投げてたらすぐ食う魚だったら、こんなパパンバスってみんな釣れてるっすよ。うん。ねえ、そんな魚じゃないから、ね僕を昨日作ってるホームページとかも、もう
それは書いてますね。もう、まあチャレンジングな魚です、パプアンバスって。本当にどの外国人とか、まあ日本人があん日本人の動画ってあったかな、パプアンバスで。あんま見ないんだけども、本当にね、1日1バイトとか2バイトとかゼロとか、うん、いきなりですよ。うん、これもうどこ行っても多分、あのそんな感じ。まあいいとこはあるけど、でこっちもいい時はもう3匹4匹釣れるけど、うん、1日ねやってたら釣れますよ。だけど、そんな、うん、だからみんなもう別にそうでしょ、もうね。あのー他の魚でも赤目でもそうでしょ。赤目やっててもロックショアの GT やっててもそうですよ。日本でショアの GT とかで、まあトカラの飛び用パターンとかはちょっと別ですけどね、やっぱりこう、もう投げ切ってね。しかも多分ね、初めの方はわからないんですよ。めっちゃくちゃこうね、リール、見てるとお客さんもね、巻きが早かったりする。だけど、ゆっくりですよとか僕が言うで、まあマングローブジャックとか、まあパプアンとかが釣れ出すと、分かってくるんですよ。この釣りあんまりルアーブルブルみたいな感じではないなとか。でそうすると、いやどん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 こう上達していくというかね。うん。こんばんは。はい。春久さんこんばんは。お疲れ様です。いや、いつもありがとうございますね。うん。そう。だから、それね、最終日とかよく釣れるんすよ。お客さんね。最終日の朝とか、最終日の午後でも。だから僕はそれでね、その、もう、こんなんなってるんですよ。手震えて、足震えてね。あなまあ、そういう魚なんですね。まあ、どんな魚でもね、そうでしょうけど。春久さん、今日から現地入りしてます？あ、え、今日からもう、そっか、お盆だからか。はいはいはい。どうですか、天気は？え、もう、現地ってことは、あっちですか？どこやっけ、スマトラというか、あっちですね。西インドネシアっていうのかな。もう今日から現地か。はいはいはい。今、春久さん、パパンバスの現地入りしてますね。現地は快晴でした。フィリピンもね、今いいっすね。8月はちょっといいっすよ。いいっていうのは、天候がいい。うん、そうですか。今日釣りしたんすか、春久さんは？今日はまだ現地入りか。うーん。よかったよかった。天気ね、いいと、やっぱり、そう、この前言ったっすけどね、別に雨でも晴れでもね、投げ続けるに変わりはないんで、僕の場合は同じテンションで行きますけど、まあ人間的にはね、晴れたら、暑かったら、川で泳ぐっていうのを取ればね、雨は寒くなるんで、春久さん、近く近所のスネークヘッドを釣りに行きましたが釣れませんでした。明日から本番ですね。で
こんなあれなんですね。ネットを普通につながるようなとこなんですね。一緒だな。なんかまあ大体今ね、そういうとこから行けるんですよね。うん。スネークヘッドってあれかな、ハロワンかな。ハロワンはあれなんですよね。結構いるんですよね。僕もハロワンハマったからな、一時。スネークヘッドです。ストライプとスネークヘッドって言って、まあ、全然引かないんだけど、引かないんだけど、僕はもうフロッグとかでやるより、テキサスリグで、めっちゃもう、テキサスリーグとか、5グラムジグヘッドとかで、もうリフトフォールとかさせるとね、なんか、そう、テキサスは、あれでね、まあ、カバーに落としてゴーンって抜く感じでしたけど。そうですか。明日から本番ってことはまあ、時差があるんかな。まだ7時ぐらいですか？ 7 時、6時とかなのかな。6時、7時でしょうね。多分フィリピンよりも日本から、日本が今、9時でしょ。フィリピン8時。多分インドネシア7時とか6時とかだと思うんですけどね。いや、現地入りですか。そう、インドネシアとか結構8月にツアー行く人が多いですね。若干あれが違うですね。8月、僕はね、でも正直で、来月からお客さん入ってるんですよ。なんかあれがあるでしょ、シルバーウィーク。シルバーウィークでね、来られますね、一人ね。だからもうそれをガッチガチ寝かしてますから、僕ポイントね。もうそこでもう一発でいいでしょう。10、うん、そこにいるやつね、10キロの。まあでもなんか皆さん聞いてもあんまりあれなのね、とにかく、ああんまりいないですね。それでもしょうがないよね、そんな。何キロを目指してますみたいなさ、あんまりないっすね。僕もそうか。で、基本。うん。今19時です。これからシャワーして飯です。そう、やっぱりフィリピンから1時間ですね。シャワーして飯。いいですね、インドネシア。スマトラ島。まあ、あっちがもう西の、制限っていうんかな。でしょうね。パプアンバスのね。そっちより西側にあんまり聞いたことないかな。南もね、オーストラリアのダーウィンとかね、タウンズビルだっけ、あの辺にもいないみたいですね、パプアンバスね。なぜか。で、まあ、セラムとか、この上ですよね。で、フィリピンも別にミンダナオもいるしね、ネグロスもいるし、ルソンもいますね。で、なんかね、台湾はね、僕台湾にもいると思うんだけど、まあちょっとわからん。で、西表とか石垣で釣れた広告がですね。西表とかでもまあかなりレアだし、なんかまあ、大体こんなもんか。40センチぐらいの鹿は釣れてないですよね。フィリピンのルソンとかだと、17キロか。去年の17 12月に17キロ釣ったって言ってたな。
まあ、写真見たけどスポット亭ですね、あれね。で、そこは今年僕も行ったけどね、2月惨敗。5日間やって1回ダーン出たけどね、トップに朝方惨敗ですね。そこもね、なんかね、12月1月がいいのかな、なんか。でもね、1、2、3もずっと毎日のようにみんなつってるのが、ちょっとプレッシャー高すぎるんですよ。だから僕は今度行くのはやっぱりミンダナオの方がいいかなと思いますけどね。うん。スポットテール、激流スポットテールパスですね。あれやりに行きたいね。やりに行きたいんだけど、もうちょっとね、そう、だからね、まあ、ありがたいことにね、あのーなんていうかな、あれも、お客さんも入ってくれるんですけど、やっぱりね、もう遠征先でゴリゴリ開拓するって、フィリピンって物価安いとか言いますけど、まあまあお金かかるんですよね。うん。それはご飯を毎日菓子パンみたいなの食べてたら鬼安いですけど、あのこんなこんなパンなんか3ペソとか4ペソ5ペソとか、5ペソって13円とか、まああれだけども、それじゃあちょっとね厳しい。でガソリンは1リッター220円ぐらいするし、うん、宿だってやっぱりね、汚いとこと汚いっていうか、だいたい4000円とかするんですよ。4000、5000円はね。うん。だからね、あれなんですけどね。そうですか。19時ということは1時間。そうだからね、なんで今僕はこう今 AI とか使って外国人向けのホームページを強化したりとか、今日もやってたのは自分の動画を全部英語の字幕サブタイトルつけていくの自動化をするソフトをやってたんですけどね。もうちょうどもう今までやってましたけどね、もう Google 側がねなんかめっちゃくちゃ弾いてくるんで、ちょっと今日こそ苦労してたんですけど、まあとにかくもうね、資金がいるっすね。資金がいる。いや今ね、ありがたいことにね、日本の方来てくださるんで、あのそれでね、ネグロスとかでやるにはね、もうなんとかおかげさまで、はい、あれなんですけど、で僕はね、基本的に今んとこもあれを考えてない。インドネシアとかパプアニューギニアでっていうのは、そんなに考えてないんですよ。うん。まあ、それはいい場所あるの知ってんだけども、僕はもうフィリピンのミンダナオとかルソンとか、まあ他の島もありますね。ミンドロパナイとか、まあ果てはパラワン島ってあるんですよ。うん。パラワン島にいるって聞かないんだけどもね。でもまあミンダナオだけでも相当価値あるんですよね、探し出す。で、時間もかかるし、そう。だからまあ、基本的にその AI とパパバスのマーケティングの分析とかしてると、まあ基本的にちょっとあなたのツアー料金って安すぎますよねみたいな、20万とか16万とかでやってるとかはちょっと今聞かないと聞かないのみたいな、で言ってました。だいたいやっぱり60万から100万取るよって。パプアンバス60万から100万か、インドネシア人からするとねえ相当。でもやっぱりあっちはまあちょっと春久さん言ってるとこは分かんないですけど、まあカイマナとかあっちの方になるとやっぱネイティブのインドネシアンが住んでいて、釣りするのに長老っていうか町の村長みたいな許可がいるんですよね。で許可代が高くなってきたりしてみたいですけどね。うん。まあいわゆるその村への寄付みたいな感じで考えたらいいんだろうけどもね。
で、安すぎる。でも僕もそう日本人の人いっぱい来てほしいから、正直どん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 上げていくとどうなのかなっていうのもあったり、ただやっぱりね、ご想像つくと思うんですよ。売り上げはね、だって4泊5日で1人だったら22万で、どんなに入れてもだいたい4組なんですよ。4組入ったら1ヶ月は埋まる。88万としても、やっぱり原価とか考えていくとね、それはまあ全然生活していくにはいいできますけど、やっぱり開拓まで行くってなるとね、あれなんですよね。だからもううん一月80万の売り上げだとざっくり90万として空七7ヶ月だけがそんな綺麗に埋まることもないですけど、600、だから一月90万で7ヶ月で630万とかになるじゃないですか。でそっからね、引かれてくじゃないですかね。冒頭ホテル、ガソリンね、食事とか、あと釣り用意すると。で僕はそこに自分の毎日行く釣りのあれとかの原価とか入れてないんで、それはもう僕の趣味あれじゃないですか。って考えるとやっぱり3割4割、うん3割は4割はいくかね。600、そうえね考えてください。それじゃきついでしょ。半年運営だから、別にたこ焼き屋もやってるしいろいろやってるんですけど、ってなると、うん、ただね、今チャット GPT のコデックス、あ、今日 F さんまだいないか。僕はね今もうね、やっぱ GPT を契約した方がいいですね。20ドルプランでいいけど、とクロードとカルソールカルソカルソー、で今ジェーンスパークも契約してるけど、こいつチャット GPT には、うんでホームページのはなんかね、もう2027年のプランなんですよ。あれ2027年を見越したホームページを作ってるんですけどね、ちょっと安すぎるよって言って、それだとかっついんじゃないのとカツカツなんじゃないのということでね、彼は言ってきたですね。やっぱりパプアンバスガイドだったら半年7ヶ月ぐらいのでやっぱ1000万ぐらい稼がないとダメと、そんなこと言ってくるんですよ今の。うん1000万ぐらいでしょうみたいな。でね、一人ねインドネシア人のガイドの名前もね探し出してきた。なんかね、彼はインドネシアの釣り番組のプロデューサー、知ってます？有名な人らしいんだけど、でインドネシア中を、パプアンバスとかバラマンディに限らずね、海もやってるみたい。ボルネオもやるしセーラムもやるしみたいな。やっぱりね、なんか番組プロデューサーだったから、テレビ番組の、いわゆるだから釣りビジョンとかかなのプロデューサー関係の人が日本でガイドをやってるような感じ。ガイドっていうか、ガイドじゃないんだよね。なんかツアー組だよね、あれは。いついつ、例えば、6月頭には北海道がいいよとか、5月下旬ぐらいにはトカラ行こうとか、今時期は赤目がいいよとか、なんか、8月はアメマスがいいよ、9月ニジマスいいよとか、北海道の人だったら北海道でそう分かるじゃないですか。だけどその釣りビジョンの
例えばプロデューサーの人がもしそのツアー会社でやるとしたら、すっごい今までになんかそういうの人がね、日本にはいないと思う、いるのかわかんないけど、インドネシアでその人が出てきて、やっぱり彼をターゲティングした方がいいと。要はライバルとして見た方がいいと。いや、まあ、僕はやんないよっつったんですよ。もう、そのアンバージャック、まあカンパチですよ。アンバージャックとかやらないと。別に僕そんな好きじゃないから、あれ。ジギングとか、泳がせとか。やっぱ、僕はやっぱり自分でもう一生かけていいと思ってるんですよ。バダとパプアンは。っていうような釣りじゃないと嫌だから。なんか、儲かるからって GT やりたくないんですよ。別にオフショアで。僕がそんな魅力を感じないから。うん。だから、それは言ったんですよ。そんなまんべんなく、僕は強いて言うなら、5月で終わります。6、7、8、9、6、7、8、9、10ぐらいは、コタキナバル住んでもいいかなと。マレーシアのボルネオ島のクチンっていうところがでかいんだけど、コタキナバル、ブルネーって国もありますよね、ちっちゃい。で、トーマンは詳しくやってないから、まあ、アホみたいに僕のめり込むの分かってるから、トーマンだったら。うん。あのー多分、今の感覚だったらパップアンバスとかバラには勝てないなと思ってるんですけど、でも、あのー面白いツイートなんですよ。あれもね。うん。その、僕は結構バズで巻いてくるとかもやるけど、基本的には僕がやりたいのは、あれなんですよ。テキサスでついたんですよ。テキサスで。トーマンを。だからがっつりオフセットフックか、なんかストレートフックかで、あの、ああいうのをうん、をやりたい。だからそれもやりたいがために、だからもうほんと一年中釣り歩くんですよね。で、まあこういう、そのために今もう勉強してますね。あれを、AI をね。うん。どんだけお客さんうん。で、マレーシア、ボルネオ、うん、コタキナバル。まあ、クチンでもいいんですけど、うん、クチンの方が空港でかいんかな。ちょっとあんまり詳しくないですけどね。空港のでかさとかは。便数とかね。まあ、どっちかですよね。クチンかコタキナバルかどっちか。で、クチンじゃなくて、コタキナバルだったらサンダカンとかタワウとかも近いんで、そっちの、まあ、パップアンバスもできるっちゃできるんですよね。ボルネオのパップアンバスね。っていうので、今はね、いろいろやりたいことあるんですよね。そう。だけど、うん、確かにね、僕が琵琶湖でやりまくって、3ヶ月4ヶ月通って60とか7キロとか6キロとか6キロぐらい釣ってもそんなのうじゃうじゃいるんですよね。もう琵琶湖のガイドでね。でも日本人で小滝名原在住で僕なんかやってくれてる人いるのかな。うん。まあ大体マレーシア人のガイドさんでやるんだと思うけどね。ちょっとね、もうバズベイトとかクランクとか、うん、スピナーベイトとかじゃなくてね、多分ね、ブッシュっていうか水草の中に入っちゃって食わない時があるでしょう。うん。で、もうだから日中とか時間捨ててると思うんだけど、なんか僕の中で、ブッシュの中にね、ぶち込んできたんですよね。結構、まあ、新川は 14g とかで、もう何でもいいけどね。で、いろんなルアーがあるから分かんないんだけど、何が当たるかは。まあ、その辺はちょっと、で、
ブレードをつけたらいいのかとかね、わかんないんだけど、入れてきたいですよね。とにかくね、もうね、なんか僕の中では、だからもうパパンバスでもみんなバラムで釣ってくださいよって感じで、もう僕はね、この6月か、バラムで来たお客さんとかワクワクしてたし、僕も。ああのね、楽しいんですよね。もうクランクで食ってくるの分かるし、みたいな。でもまあ、僕のガイドの時はちゃんと釣れるようにやってくださいね。僕はそのように動きますんで。それは僕とは全然目的違いますから、僕はガイドの時はお客さんに釣らすっていうのが仕事なんです。今はちょっと僕のプライベートな話なんですけど、うん、ちょっとね、こういうのをね、考えてるだけでも、すごいワクワクしてくるし、だから、あのー今年もね、全力でガイドしますし、もうそれもね、来年に向けて、ですね、またね、そういう10キロ、いわゆる15キロっていうか、もうドリームっていうか、もうちょっと15キロのスポットテールバスとかになってくると、もうゴールゴールでしょ、あんなもん。うん、それをフィリピンで釣れるようにね、なんだかしていきたいっていうのはあります。うん、そう。と、やっぱりもう、やっぱり雨が多いシーズンは、その時期がいいんで、トーマンは。うん、だから本当に綺麗に分かれるんですよ。例えばアルゼンチンのドラードも僕はめちゃくちゃやりたいんですよ。この前、お話いただいて、ね、アルゼンチンドラード。だけど、時期がやっぱり南半球なんで、フィリピンの寒気とかぶるんですよね。いわゆる2月とかが一番いいとか言われるんですよ、ドラードはね。うん。だからこっちも2月めっちゃいいんですよ。だからもうこれは、ドラードは、こっちのシーズンを一回捨てないとできないんで、ちょっと僕はまあ今んとこは考えてない。うん。まあもしなんか7月8月でも釣れる、真冬でしょあっちは。うん。まあ真冬でも釣れそうな気はするけどね。そうなんですよね。だから、あ、皆さんコメントしてくださいね。僕はちょっと熱く、今後のね、展望を考えてるだけで結構ワクワクしてるんですよね、今ね。だから、まあ、ある程度僕一人で回せるように、もちろんそのボートマンとかは別ですよ。うん、あれですけど、集客も、まこんなん従業員雇ってたらできないんでね、もう二十何万じゃ。そう。だから、そういうの考えてますね。トーマンに関しては、正直まあ一匹釣って、まあまあ、婚姻色出てるやつ釣って、まあこんなもんかと思ってたんですけど、うん、まあまあね、近いし、マレーシアも。大体まあ宗教とか違うけど、フィリピンって珍しいですよ。キリスト教のが、まあここはキリスト教、ミンダナオはムスリムだけど。マレーシア、インドネシア、ムスリムでしょ。だからちょっとその宗教のあれはあるんですけど、まあ基本僕もお酒飲まないし、一滴も。なくていいし。まあタバコはだけ、まあ、マレーシアタバコ高いんだっけな。インドネシアが安いんでしたっけ。まあタバコもやめろって言われたらやめれるし、やめれんのかな。フィリピンは今500円ぐらいです。僕が吸ってるやつで100、日本よりちょっと安い。日本より2割安いぐらいかな。まあ、吸う人は。だから日本でも安いじゃないですか。
諸外国と比べると。この前行った香港が丸ボロ1箱2100円だったんで、それでもみんな吸うからね。そう。いやー、なんか楽しみです。だからもう、その、数年通してね、まあ、例えば来年5月あれば、6、7、8、9、10、5ヶ月ぐらいね、住んで一人で、マレーシアで、まあ、毎日当番やってたら、大体わかるでしょ、5ヶ月毎日は。やりすぎでしょ。うん。うん。まあでも5ヶ月毎日午前中だけとかね。で午後はあれしたらいいんですよ。うん、あの午後なんかあのウェブで仕事を、はい、FS ウォーカーさん、お久しぶりですね。ねえ、 FS ウォーカーさん久しぶりじゃない？いやいや、こんばんは。こんばんは。今晩から2度目の高知遠征行ってきます。白山さんの動画たくさん参考にさせていただいたので、精一杯頑張っていきます。頑張ってください。もう、やるしかないっすよね。やるしかないってか、うん。あの、投げ倒すしかないっすよね。あとは、ごめんなさい。僕のやつってあんまりドリフトとか、ドリフトのこととかあんまり言ってないと思うんですよ。うん。けど、あのー基本僕デイでやってるでしょ。ナイトとかになるとやっぱり流してきたりとかもうあれなんで、まあちょっとその辺はローカルの方とかもね参考にして、あのあローカルの方とかと仲良く、あとなんだっけ、釣り具の岡林釣り具の岡林に松岡さんって方がいるみたいなんで、松岡さんにあの聞いてみてください。釣り具の岡林、何店だったっけ、なんだっけ、忘れた。ちょっと出すか、せっかく高知行くみたいなんで。釣り具の岡林、上町やっけな、そうそう、上町って言うんだっけな、なんか教えてもらったよねこれ。うん、上下の上に町です。多分確か上町店。釣り具の岡林上町店行ってみてくださいね。そこにアユジャが並んでますよね。2度目、あ、今晩から2度目ってことは、そうかそうか、今年2度目じゃなくて今晩からだから、全く土地勘や情報がないので貴重なお話助かります。どっち行くんですか？浦島なのか浦戸なのか四万十。この前四万十川特集しましたけど、四万十も完全河口側って言ってましたよ今年はね。うん。あんまり上流行かない方がいいって言ってましたね。うん。なんとか大橋四万十ね。で、浦戸だったらどっちでやるんですか？川入るのか、その湾でやるのかですよね。湾だったら、まあ僕、お客さんから聞いたら、ウェディングするんだったら、なんか横浜っていうところね。本当神奈川の横浜とかね、がいい。まあでもね、それ、まあ絶対ね、ローカルに聞いた方がいい。僕は知らないから。
もうむちゃくちゃ適当なあれだと思ってくださいね。横浜ってなんか老人ホームみたいなのあんのかな、あれうん。あ、FS ウォーカーさん、裏戸か四万十ですが、状況次第かなと思ってます。はいはい。主に河口を攻めるつもりですね。はい、なるほどね。川入らないってことですね。だから、四万十を河口というか、ちょっと川なんですよね、あれ。川入って、うん。なんかね、後ろ川だったかな。後ろ川が流入してくるんですよ。そこがね、まあ、右岸側にカーブしてるんですよね。うん。なんだっけな。何さんだったかな。今日いたらな、助けてくれんだけどな。あ、四万十じゃないや、裏戸ローカルいますよ。裏戸ローカルの方がいらっしゃればね、めっちゃ聞けるっすよ。あ、あと、フリーウィルフィッシングさんもめっちゃ得意なんですよ。ね。なんか、ちょっと、先輩方、助言ください。はい。FS オーカーさんが、今晩から、今晩からってもう行くってこと？今、日本9時半ですよね。まあ、お盆ですからね。うん。正直、人は多いけども、関係ないでしょ。ね。関係ないっていうか、うん。ベイトを探せたらね、あとは、そっかそっか、お盆だからか。だから春久さんもインドネシアいるし、みんな赤目狙いに行ったり、あ、そうっすか、そうっすか。ごめんなさいね。僕だけなんかわけわからん、トーマンの話とか、売り上げの話とかしててね。うーん、そうっすよね。状況を見ないとわかんないっすよね。格好か。仁淀川とかもありますしね。うん。FS ウォーカーさんはどこの人なの？関西でしたっけ？ひどい。まあ、最悪ね、めちゃくちゃ人混んでたら、四万十まで行って混んでたら、あのー愛媛まで行って、愛媛の八幡浜っていうんだっけ？八幡浜から、大分渡って、そこから延岡入ってください。佐伯の番所川か、延岡の大瀬川だっけな。うん。大瀬川は、あの、赤目釣れてますよ、今。あ、僕、兵庫です。あ、そう、僕と一緒だ、じゃあ。僕ももともと、最後、日本に住んでた最後の住所は、宝塚ですね。で、僕がやってた中古車屋は、西宮です。西宮って言っても、甲子園とかがある方じゃなくて、山口町ってとこね。山口町ってとこ分かる人はいるかな？西宮市山口町って。もう神戸の北区とか山越えるんですよ。そこでやってました。あ、兵庫ですか。あ、じゃあ兵庫だったら、まあ、ちょっと分かんないけど、豊岡とかだったらめっちゃ遠いけど、まあ、基本ちょっと尼崎、西宮、神戸ぐらいで考えると、あ、伊丹ですか？近っ。伊丹ですか？近いですね。僕が宝塚だったんで、隣ですね。
あ、伊丹だったら、じゃあ今からあれか、淡路島走って、ですよね。高知か。意外にそうすぐ着くんかな。そっか、夜走るってことね。ちょっとね、仮眠取りながら行って、うん、これデイゲームあんま捨てないとでいいと思うんだけどな、僕は。結構コーチでもデイでやってる人最近増えてきたんじゃないかな。あ、FS 岡さん、伊丹からだと4時間ですよね。あ、4時間か。僕、バコドド行くより近いな、それは。うん。一緒だな。僕もバラ釣りにバコドドまで行くと5時間か。一緒っすね。高速がないんで、こっちはね。楽しみっすね。まあ、妥協しないで行ってもいいんじゃないですか。行きたかったら四万十ね。えーそっか、河口でやってもいいのか。四万十の左岸の河口。うん。なんか怪しいとこあるね。天理教。うん。こういうとこは僕は行ったことないから。うん。なんか怪しいのあるね。四万十川左岸に張り出したとこね。ああ、これは怪しいよね。いっぱい人いんのかな。うん。僕はだから見てるのは、四万十川河口から一本橋があって、それより一個上流っすね。一個ってか、その、その橋の上流すぐそばが、カーブになってる後ろ川っていうのと合流しながらの合流してカーブするとこね。竹島太子堂とかある。こことか、わかんないね。でも行ってみないとね。わかんない。わかんないけども、そういう状況でみんなGoogle マップである程度ね、やっぱ場所を見つけないと、どこ入るか、時間いくらあってもね、何日行くんすか？ FS ウォーカーさん。FS はそこ良さそうですよね。あとは車をどこに止めか、え、そ、あの、車か。うん。車入れそうだけどな、これ。なんか、どっちみちね、多分ね、欄干、来週土曜予定です。帰るのはちょっと待って。今晩から高知遠征行って、あ、あ、1週間あるんですか？たっぷりっすね。いや、それはいいや。それがやりたいよね。じゃあ、あれか。結構、結構、いけんのか、いろいろ。うん。大瀬川は、大瀬川はちょっとやばいか。北川、大瀬川、万象川。来週土曜、車の問題どうなんすか、これ。ちょっと今日はいらっしゃらないな。春久さんもあれだしな。ご飯食べてるし。
ちょっとだけやな、人数減ってきてる。いや車の問題そんなあるんすか？ねえ、どこでも止めれそうなもんだけど。裏ドアンは分からんけどね。裏戸が閉まる状況次第かなと思っていて、もし、はい、高知ローカルの方ね、高知何回も行ったことあるとかいう方、四万十とか、はい、ぜひ情報、はい、そうですか。すごいわ、一周。まあ、だから今日、ゆっくりしてったらいいんか。えはいはいはい。僕もあさってから出勤やな。夜、ナイトゲームだな。月曜日が、続いてるのこれ。ああ、4時36分がドカンチョか。うん。新月ですね。新月だからね。そう、新月で、こ朝方が満潮。え高知の潮はどうなってんだ？これな、大丈夫なんかな？全部タイドグラフ合ってんのかな？うん。朝ロータイドなの？ほんまに？ちょっと日本のあれはわかんないんだよな。気象庁見たら合うか。何これ。明日の満潮が100、まあだから明日、もう夜中の1時が満潮なんだね。で、干潮が朝9時か。あだから、はいはいはい。106、で、新月になると、朝の5時47分、8月13日木曜日か。これで新月で満潮203センチが朝の5時47分。で、えーっと、ちょっと分かりづらいな。5センチか。なるほどね。190、2メーターぐらいあるのかな、看板で。新月でね。だから明日の潮は、ここいいよね、これ。
朝の9時。朝の9時から潮を上げてくるんだね。朝の9時からここ、9時っていうか8時、朝8時からいいよね。11時ぐらいまでね、やるよな、これ。で、4時半に満潮で、そっからもいいんだろうな。多分満潮からの下げとかもどうなので、夕方、そんな下げないのかな、で、9時42分に、気象庁はこれあれだな。やっぱグラフにしてほしいよな、これ。そっかそっか。結構いい新月の潮回りなんすね。このお盆は。うーん。いいよね。どん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 、朝方満潮か。ね。で、一番5センチっていうのが木曜日の11時か。そうか。まあまあ、あれですね。新月だからね。あれですね。まあ諦めずにやるしかないですよね。行くからにはね。FS ウォーカーさん、長々とコメント欄占領してすいません。いやいやいや、全然いいんですよ、全然いいんですよ。適当にこういう風になるんですよ、僕の場合。そんなに、今見てる方もそんなにいらっしゃらないんで。うんうん。はいはいはい。そうね、潮があれですよね。フィリピンも僕はだから今日土曜でしょ。月曜の夕方かな。めっちゃくちゃ雨降らなければいいけど。そうですか。明日も雨とか出てんだよな。何なんだ。えーっと、そうですか。ちょっと今日もあれかな。あんまりあれ、8時、9時、10時。皆さん忙しいなね。じゃあでもまあ皆さん、まあ、あれなんだよね。釣り行ってんだよね、今ね。ちょうどね、お盆のおのおの、インドネシア行ったり、旅行行ったりしてるんですよね。まあ僕は先週香港行ってきたから、まああれ、なんかあれ旅行っぽかったけどね。ほんと、釣りは全く。香港で釣りしようとも、そうっすか。いや4時間、そうか、4時間だったら今出ちゃうと早いのか。早いというか、
あああ、フリーウィルフィッシングさん、赤目は上げ潮の釣りばかりやってきたのですが、バラは上げ下げどっちが釣れるとかありますか？上げですね。あ、僕もそうっすね。上げですよね。いや、下げで釣れることもあるけども、もう上げの方が予想できる。あの、日本のあれはどうかわかんないけども、例えば朝6時に土管町で、そのね、朝6時の土管町のこの辺が食ってくることもあるけども、フィリーウィルフィッシングさん、下げの釣りがわからないですね。下げの釣りがわからない。下げで食ってくるときはね、うーん、なんかね、僕はね、ざっくり、下げの時はね、僕は結構アップクロスに、100DR とか投げて、なんかトントンしてたら食ってきたりとかね、あとはあるけども、揚げになったら急に食うっすよね。うん。で、そうね。だから僕、あれとか苦手。満タンから下げるときとかね。うん。満潮からの下げとかね。だけど、満、だけど干潮付近の下げの最後とかは、なんか、結構実績あるかなと思います。バラマンディね、揚げね。バラは、下げの時はね、下げてるでしょ。流れが効くでしょ。そのね、何かに当たってたりするようなとこをやりますね。うーん、何かに当たって巻いてたりとか、あと、大きな岩があったその後ろとかね。うん。そう、だから僕もさっき潮見てた時に、どっかの土管町の9時、このなんか、うん、だから明日9時1分が干潮39センチなんですけど、そこからいいよねとか言ってたんですよね。明日の9、だから僕だったら7時ぐらいにはその場所入って、11時ぐらいまで、もう4時間って決めてやるかな。わかんないけども、どこにベイトが入ってるかとか、多分、FS ウォーカーさんも多分、地元じゃないんで、多分、いきなり行っていきなり当たるってこともラッキーであるかもしれないけども、であればもうね、4時間やって、なんか当たりがあったりすればね、もう粘ればいいし、なんもないんだったらもうちょっと、もっと加工行ってもいいし、とか、なんせ1週間あればあれですよね。僕も上げ。で、下げの時ね、上げ下げ、どっちが強いかって言ったら完全上げです。上げ。で、フリーウィルフィッシングさんとか来られる時とかっていうか、寒気になってくると、っていうか、11月ぐらいからは、今ね、僕、明後日釣り行きます。ロータイド、要は干潮が夕方4時とかなんですよ。夕方5時、6時なんですけど、それがね、朝方になるんで、だからね、なんかもう分かってるんですよ。11月、12月、1月、2月とかはもう朝の9時、8時、9時、10時ぐらい、このね、この8時から10時、11時、2、3時間の間に食ってくる。食ってくる。
でね、パプアンバスはね、なんかね、どっちもいいっすよ。どっちも。下げの時とか食ってくるね、ブワーって下げてる時ね。うん。それもいいっすよ。うん。だから、結構なんか、下げてたらパプアンバスが食ってくるかなみたいな感じはあるっすね。うん。バラマンディは、なんかね、それね、結構バラマスターの人とも話してたんですけど、下げがいい時もある。だけど、それはね、餌の動きにもよるみたいですね。うん。まあ僕もそう思うな。ドワーっと、なんかね、揚げの時ってね、その揚げ潮で小魚がね、流れの弱いとこから遡上してくるのが見えるんですよ。いや、それ食ってるんですよね、あれね。うん。ちょっとね、うまく説明できないんですけど、バラは流れがきつくなってる、要は下げできつっていうよりは、あの、川の流れと上げ潮でぶつかって、どっちかっていうと潮が、上げの方が強くなる時とかによく食うっすね。うん。だから干潮から3時間目とかがドワーって上げてくるんですよ、フィリピンはね。フリーウィルフィッシングさ、バラの胸の規模ってどれぐらいですか？私のポイントは3から10匹ぐらいの正体がいくつか通るかどうかって感じです。おー、いや、見えないっすよね。ただ、ちっちゃいのだったら、あれはそんな3匹、10匹じゃないっすね。うん。だって現に3人ぐらいで、そこで20匹ぐらい釣ったんで、だから、こんなのはあれですね。でかいのは、でもまあまあ、そうか。浮いてるやつとか、なんか1匹でいたりするしね。まあその時によるんじゃないですか。川にもよるし。でもちっちゃいのはもう10匹とかではない、絶対。もっといるっすね。もっといる。パプアンバスもよくわかんないけども、あれはね、そんなにね、あのー群れてないっすね。群れてない。うん。ちょっと待ってください。ちょっと休憩します。あれね。
あ、すいません。はい。あ、フリービーフィッシングさん。今日もありがとうございました。また楽しみにしてます。いやいや、ありがとうございました。うん。今何時間？ 1 時間半か。うん。そうっす、そうっす。で、まあ僕は、そうっすね。うん、やっぱ揚げの方がいいな。うん。やっぱね、バラマンディとかはいきなり食い気が立つ時があるんですよね。ずーっといるんだけど、その場所に。うん。それを、だから同じ場所でずーっと投げ続けるっていうのもね、結構大事になってくるんですよね。ずーっといるんだけど、反応しないんですよね。で、食い気が出てくる時に、ドバッと食ってくる。結構連チャンするっすよ。うん。うん。赤目も連チャンするでしょ、あれ。うん。釣り方合ってるとね、あの、一匹釣れたらもうその場で粘ったらいいと思いますよ。で、結構再現性があるんですよね。なんかね、次の日も同じ時間っていうか、同じ潮ずれてくじゃないですか、1時間ずつぐらい。うん、そうだから、そこで1日釣れたら、まあ、次の日とか、あともう結構粘ってもいいと思いますね。そこで下げでもどっかで食うと思うんですよね。うん。その辺は、なんか、感覚ですけど、あると思いますね。うん。まあ、とにかく、朝いいですよ。朝の、デイゲームね、デイゲーム。11時ぐらいまでは。うん。で、1が、11時から3、4時間寝て、2時ぐらい、3時ぐらいから、やるって感じ。正直6時間も、この真夏で6時間ぐらいやったらきついと思うんですよね。朝も暑いでしょ。僕は結構ウェーディング、ウェーダー履かずにやるからだけど日本だったらウェーダー履くのかな、夏履かないか。ウェットみたいなの着んのかな。その辺も考えた方がいいかもしれないですね。暑さ対策。いや今日はでもあれか、あんまり最近あれなんね、なんか、うんうんうん、そうで、まあ僕の感覚いくつか通るというか、ずーっとそこいる感覚ですけどね。うん。回遊っていうかじーっとしてんのかなで。うん。多分赤目の水族館とか行くとベターっとしてるでしょ。結構ボトムでね。うん。だからそのボトムついてたりするから、ああいうオグルとか、うん、まあバイブとか、うん、落としちゃってね、ゆっくり巻いてくると、赤身はじーっと見ながら食ってくるんで、食えんのかなみたいなついてくるんでね、あのーまたそれがたまらんすよね。巻きで食ってくるんでね。あとはまあリフトフォールしてもいいでしょうしね。リフトフォールも食ってくるね、あれね、よく。あとはこのグライドのね、グライドベイト、なんだっけあれね、バークレーのバックチョップだっけ、ドロップチョップ8インチ、バークレー。
チョップブロックか。バークでチョップブロックね。チョップブロック今流行ってるでしょ。ね、あんなん使っチョップボン画像出ない。これか。これね。これ8インチとか10インチとかなんか安いっすよ。2000円ぐらいで売ってるのかな。2000円ぐらいで売ってるんで、売ってんじゃないのかな、あそこに。あの2100円、2000円。まあ、この辺とかね。やってみてください。あれ、ね。そうか、そうか。だからあれでしたよね。本当新月なんでね。潮回りはいい。このゴールデンウィークじゃないお盆はね。いいっすやん。いやいや、全然コメントね、占領しちゃってもいいし、まあ少ないんでね、僕のね、今日も特に多くないです。5人ぐらいなんで。やっぱ最近不定期になっちゃってるんでね、毎日できない。今日は落ち着いてますけどね。土曜日なんで、まあもしかしたらね、あれかもしれないですけどね。また後からって感じ。今10時とか。だから、あれですね。まあまあ僕もまだライブしてもできますから。はい。全然ね。今まあまあゴールデンウィークお盆なんであれですけど、今時間ある方はちょっと日程ご相談いただいたら空いてるところでね、はい、まだまだ今年のパップアンバスツアー予約お待ちしてますから。うんえ27ステラ27ステラの話とか。FS ウォーカーさん、リーダーの長さについてお聞きしたいです。僕一広っすね。なんでも。1.5メーターぐらい。です。はい。あんまショートにもしないし、でも、正直、60センチぐらいあればいけそうな気しますけどね。別に60センチぐらいでもいいんじゃねとか思いますね。ザラザラになるのが60ぐらいまでじゃないですか。うん。川の釣りってそんなもんでしょう。そんなに深くないしね。3メーター、4メーターぐらいなんで僕、深くて5から7とかの、いや、FS ウォーカーさん、人によって長さが違うので、なぜなんだと思ってました。なんていうのかな。一回、ビッグウェイトは特に、あの、FG 組むでしょ。で、
そのややめたって言って差を勝たす時に切るじゃないですか、スナップを。で60センチだと次の時がもう40ぐらいになって、だからだからとかありますよ僕は。F 字ノットが僕そんなにゴリゴリの根ずればっか吸う場所だったらめっちゃリーダー変えますけど、めっちゃめちゃリーダー変えるとこだったら、場所によるんだよな。場所によるけど結構、パパンバスとか狙うときはその倒木とかが入ってるところがだったら、まあまあでもそれでも一広かな。一広よりちょっと長くあれはやんないっすよ。リールまで巻き込むのは80フロロの80とかなんで、TWS でも干渉しますからね。できるだけあんまガイドにカカカカってやりたくないですよね。うん。だからいろんな人いるじゃないですか。ガイドがちっちゃかったらリーダー短い方がいいですよね。だけど僕が使う竿ってガイド径ね、ガイド径がでかいんで、まあカカカカってFG のとこ巻き込んでもそんなね、っていうんだったらやっぱりだけどフローをね2ヒロとか取る人あんまいないっすよ。3メーター取る人とかあんまいないんじゃないのかな。でもまあ赤目の人っていまだに結構ナイロンの人とかも多いっすよね。僕はもうナイロン使わないけどね。やっぱり切れるもんな。めちゃくちゃ賛否あって、僕の動画、ナイロンフロードのショート動画、めちゃくちゃ未だにコメント来るけどね。なんかこんなの場所によるやろとかね。僕は動画ね、あれ場所は書き捨で切られるからフロロって言ってんのにね。ロングリーダーはベイトリールに慣れていない僕がやるとバックラ時刻になるので絶対にできないです。ロングリーダーなんて、まずその赤目とかの100ポンドクラスのリーダーは負けないですよね。だから一広ぐらいでいいと思いますよ。ちなみにタックルは何なんですか？竿とリールとあとポンド数かな。ナイロンフロロ。別に僕はFS ウォーカーさんがナイロン使ってようと僕は何も言わないんですけど、だからやっぱこのバランスというかタックルにもよるですよね。僕らは結構もうなんていういわゆるそういうフロロ80、100とか、使う竿だからだいたいスコーピオンとかはでかいっすよ。ガイド系が、ガイド系がでかくなるんですよね。あとは FG ノットの組み方がP 本線とフロードがあんま綺麗にならないというか段差になるじゃないですか。で、はいはい。FS さん、アピアのメガソールに、はいはいはい、ベイトロードね。63とか、63H、なんだっけな。あるですね。はいはい。タトゥーラ 400P6 にナイロン120。メガソールっていうのがあれ、でかいでしょ多分、ガイド系ね。ただ短いんじゃないのかなアピアのメガソールって。メガソールって、P ラインもメガソールだったっけ？スラムか。メガスラム。
メガソウル。メガソウルのこの人でしょ、浜さん。あ、C73H ってあんだ。C73H があんだ、これ。え、これいいな。C73H。何、あれじゃないの？あ、日本継ぎか。62HH とかやつだよね。短いんだよな。でも C73H プラス。重っ。全然あれと違うね。ブラックレーベルの C73H ね。あいいっすね。日本継ぎか。アピアメガソウル C73H いいな。パックがなかったっけこれパック、47,000円。これ売ってるんすか？結構買えるんすか？簡単っていうか。なんか予約して買うって感じなのかな。あー、じゃあこれ、アピアのメガソウルにタトゥーラ 400？ で、ナイロン 120？ あ、もう廃盤。あでも 195g は結構がっちりした竿っすね。ビッグベイト専用。うーん。C62HH。うーん。うん、うん、うん、うん。強いね。73H だけど、マックス200か。うん、だから、全然。ブラックレーベルだったら、あれ、表記は、マックス 84g ですけどね。まあ、160g 投げてたけどね。中古でお求めやすかったので買いました。あ、そうなんですね。でもまだホームページこれ出てきますよ。ターゲット、シーバス、ブラックバス、赤目、バラマンディ。アピアか。廃盤なんだ。なんでこれ、ホームページに出てくるけど。ロッドモバイル、ボイジャー。ボイジャー。アピアの竿って使ったことないんだよな。チヌロック、メガソウルね。廃盤なんだこれ。消してんのか、これ。いや、違うな。廃盤か、これ。グランデージメガソウル廃盤とは書いてないけどな。オフィシャルストアであんのかな。メガソウル。いやいや、あるっすよ。FS さん、アピアのオンラインで、ソールドアウトになってるけど、
ソードアウトにはなってるか。62、ちょっと待って、62XH は、まあまあまあ、62HH プラス。わからん。まあそうですね。とにかく今は買えないですね、オンラインでは。うん。中古で売ってたらあれですか。どうなんだろう。アピアの差わかんないけど。まあビッグベイトロッドだったら、いや、なんか、廃盤っていうか、予約受付中って書いてましたよ、でも。うん。わからん。よくわからん。僕も。うん。まあもうそれ以上追っかけるつもりもないですね。時間。うん。まあまあ、でもバッチリな差ですよね。うん。195g ぐらいだったら。うん、73。結構重たいよね。だって僕、78のスコーピオンで195だもんな。うん。あれもビッグベイトめっちゃいいよ。硬いけど。メガソウルとかどうなんだろう。ちょっとあれなんかな。中弾性ぐらいなのかな。まあ慣れるから大丈夫ですけどね。なんでもね。200g ぐらい投げれるやつだったら、もう問題ないんじゃないですか。だからリーダーはね、まあ一ヒロでいいんじゃないですか。まあナイロン120か、そうですね。ナイロン120ぐらいがあったらいいのかな。そうか、そうか。まあリーダーな、長く取ることがあんまないよな、もう。あの時はやってたけどね、ロックショーは。ロックショーの時は結構長い。だけどトラブルしかないんですよね。スピニングでも、スプールまで来ちゃうとね。うん。そうだ、まあ僕はあんまもう今考えないな。リーダーがどうこうって、もう一拾うぐらいで決まってるんで。お父さん、俺の携帯どうかしたら、なんか昔のやつ壊れた。さあ、うーん。はい。FS ウォーカーさん、ナイロンの方がバックラッシュしにくいとかあるんですかね。フロロでキャスターとした時のがバックラよくしてたんで、僕の実力不足がかなり影響していると思いますが。いやいやいや、リーダーがでしょ。リーダーがナイロンだろうが、フロロだろうが、そのバックダッシュにはそんな影響ないと思いますけどね。うん。
もう僕は正直もうナイロンは使わないですけど、リーダーでしょ。一広がフロードだろうがナイロンだろうがバックダッシュの原因にはなんないと思いますね。ん投資でナイロンとかフロード、それは多分ブラックバスの業界のもう全部ナイロンでやってる人、全部フローでやってる人とかだったら、比重が違う、スプールが重くなると思うんで、フロード。P になると、スプール自体は軽くなるんで、よう飛ぶっすけどね。あとね、そう、そのね、タトゥーラ400って言ってたよな。どっかタトゥーラ400ってなったどっか、そうそう、タトゥーラ400。これがね、多分ね、バックラッシュになるんじゃないのかな。うん。と思うっすよ。僕もタトゥー400持ってたし、うん。300も、うん、よくお客さんで来るけど、300のお客さんとかがめっちゃバックラッシュする。うん。ナイロンの方がバックラッシュしにくい。フロードキャストでバックラッシュよくしてたんで。それは多分関係ないな。うん。ね、タトゥーラのブレーキが、あと、糸がパンパンすぎると、かなり投げるの厳しいと思う。難しいと思う。バックラッシュすると思う。だから8割巻きぐらいにするんですよ。P65。十分でしょ。タトゥーラ400で P65 なんか、もう別にね、60メーターとか巻いとけばいいんすよ。うん。まあ心配だったら80メーターとか。うん。せいぜいキャストして届くのなんて50メーター、まあトップのペンシルとかだったら50ぐらい飛ぶけど、うん。そう、実力不足っていうかね、タトゥーラの300、400の糸パンパンで、赤目のルアーとかだったら、何投げてるかちょっとわかんないんですけど、で、あれ、ブレーキを結構きついっすよ、タトゥーラは。10とか、12とかまでやって、で、メカニカルも結構干渉させてあげてくださいね。うん。で、糸パンパンは絶対ダメですよ。トラブルの原因がそこですから。うん。うん。だから、その、リーダーがなんであろうが、そんな、変わらないんですよ。うん。こっち、もうスプールが、スプールがパンパンでいいのは、例えば GT とかで投げるような 100g のペンシルとか、ポッパーとか、ジグとか、あんなの綺麗にバーって飛ぶんで、パンパンでの方がいいです。っていうのは、ロックショアは、ロックショアの場合は、飛ばさないといけないし、あとは、400ぐらいでも、まずそのイソンボとかかかっちゃった時に、まあまあ足んないんですよ、糸が。足んない。まあ、だから結局向いてないんですけど、タトゥーラ400ぐらいじゃ。うん。FSO がキャストして走られることを想定して100メートル巻いてしまってますね。だから100メーター巻いてどれぐらいになりますあれ。400で100メーター。スプール見てもらって、それで、あのーパンパンっていうかもうスプールアウトしてるとか、もう結構、なんだろう、スプールのエッジがピーで隠れてるとか、だったら巻きすぎっすね。うん。うん。
ついともさん、自分もフロロはベイトにリーダーで使うとバックダッシュしやすいですね。あー、フロロをベイトに、うーん。いやー、ちょっとわかんない。僕全部100%フロロリーダーでやってて、バックダッシュしないんかな。しないっていうか、しやすいってことはないですよね。なんでだろう。何が違うの？リーダーでちょっと伸びるとかぐらいでしょ。だけど1メーターぐらいのリーダーをフラとかナイロンってそんなあれなのかな、トラブルレスなのかな。いや、僕はフロロをベイトリードに巻いて、釣り友さん、ラインの量を減らすのが手っ取り早い。そう、タトゥーラはね、正直結構それがあるっすね。でもう、ラインの量、あまりにも多いから、お客さん、そのバックダッシュが。もう投げんの、毎回なんかなるんですよ。で、僕はもうせっかく高い糸だけど、ちょっと20メーター切りましょうって言ったら、もう、トラブル、もう、激減。ですね。バックダッシュするのは、あとは、あの例えば、うーん、こんな S 字系のやつを巻いていて、クンクンとかで、こう、糸が綺麗に巻かれてないというかな、緩いとこが出るんですよね、あれ。ふわ巻きしてる部分と、ルアーの水抵抗があるときは、ちょっと、ああいうときは、糸がふわっとしてるんで、ふわっとして巻かれてるんで、あの、ちょっとサミングしながらやってあげないと、コンって止まる感じで、うん、バックダッシュするですね。特に重たいビッグベイトとかでやってる時なんかはあるんですけど、そうですか、フロロがリーダーだとバックダッシュしやすいんだ。うーん、なんで？ああ、そう、FS ウォーカーさん、80くらい、メートルくらいあれば十分なんですかね。不慣れな中でバックダッシュしたら積む状況は極力避けたいんです。ナイトゲームやるんですよね。だから、そうそう、ナイトゲームでタトゥーラ、そうですね。フロロは硬いのでテンションをまあ考えられるとしたら、そのリーダーの一疲労で変わるとしたら、硬い。これ、こんなことはちょっと僕も初めて聞いたんで、お客さんともそんな話は出たことないんだよな。バックラッシュ。とにかくね、バックラッシュが多いお客さんっていうのはいる。いる。で、基本的にリールのセッティングが出てないです。だから僕がちょっとお借りして、うん、例えば、初歩的なミスもあります。なんかこのレベルワインダーに糸がいかずに、こう直接なんか下のあなんあの特にシマノとかだと、こうメガホンに入る前になんかここにねバーがあるんですよね、細い。その下くぐっていってたりとかね。それをほんと初歩だけど、ほんとそれも気をつけてください、ナイトゲームとかで。
見えてなかったりして、だからそんな処方中の処方はあるんだけども、あとはとにかく多いのが P ラインの巻きすぎ。うん。うん。とあとはちょっとブレーキ頑張ってみてください。うんね。うん。うん。とブレーキはタトゥーラの場合はもうあのねタトゥーラでしょ、あれじゃないでしょ、ソルティストじゃないですよね。またあれ違うんで、ソルティストは。タトゥーラの場合はどうだろう、12とかまでやっちゃっていいっす。13とか。うん。で、もう、メカニカルも、カタカタカタはなくて、もうゼロポジションだとちょうど動かないでしょ。気持ちちょっと、だから、毎回、なんていうのかな、ちょっと、イメージ、スプールがカタカタカタでしょ、ゆるゆるは。で、締めてってゼロ。若干スプールが出るときに擦れ、いや、要はメカニカルブレーキも効かすくらいでやったらいいんじゃないですか。うん。うん。ツイトモさん、P は8割ぐらい。まあまあ、8割ぐらいでいいんじゃないですか。あとそのキャストして走られるでしょ。だから要は50メーター先で、うーん、そのね、もうその竿で、メガソールで、えーっと、タトゥーラ400。基本的にもうね、ロックショアの GT とかと一緒、パパンバストを持ってやったらいいんですよ。そのね、キャストして50メーターで80枚、10メーター走られたらもう負けの魚と思ってファイトしたらいいんですよ。うん。あれやったらダメっす、スピニングみたいに何時間もかける赤目のファイト。うん、そのタックルは、あのもう、寄せて、じじじじぐらいですよ。出ても1メーター、2メーターじゃないの、あれ。うん。そんなスピニングみたいにじーっとか走らせるようなタックルではないんですよ。うん。例えば130センチの赤目とか来ても、だから、意図が欲しかったってことですよね。その FS 大岡さんはやっぱり100メーターぐらいないと、キャストして、その考えだと50メーターぐらいは走らせても OK って思ってると思うんですけど、基本、まあ、あんまそういうのになれない方がいいんじゃないかな。うん。その、だから僕、あれ、あんま好きじゃないんですよ。スピニングでやってて、ああいう人だね。そう、シーバス狙ってて、赤目だって言うんだったらわかるっすよ。狙ってなくてかかっちゃって、なんとか取りたいって言うんだったらわかるけど、赤目を狙いに行ってんのに、なんか1号、1.5号、2号とかでスピニングでやってる人とかいるでしょ。あんま好きじゃないですね、あれはね。うん、だって取れないもん。あれね、取れてる人なんか多分少ないと思いますよ。うん、ちょっとこの辺あれなのかな。こういうこと言うと賛否を巻きを、だからその FS さんの結構強い竿で P も6号で120ポンドもあるんだから。で、針も強いんでしょ。針も強いのつけて、スプリットも強いのつけてるんだったら、あのその30メーターは走られたらダメだと思いますよ。タトゥーラーのね、400とかバリバリにドラグかけるのも良くないですよ。うん、良くないけども、だいたい4キロとか5キロぐらいかけとけばいいんじゃないですか。うん。で、でっかいの来たら、でっ
かいのってじーって走るんですけど、そんなそのね5キロのドラグかけてたらウィーってあんな走られないです。 GT とかみたいにね。FS さん、はい、何回かバックダッシュして糸がダメになっても大丈夫なくらい余裕を持ちたかったのが一番の理由です。何回かバックダッシュして糸がダメになっても何回かバックダッシュして糸ほどいた時それね、P65 とかだったら、そんな、ね、多分何回かバックダッシュしても、まあまあ、大体大丈夫ですよ。大丈夫だけども、気になるんだったら、そこで糸捨てるってこと。うん。あ、そうか、そうか。だからね、僕のやり方はね、60メーター巻いてるんですよ。カルコン400、まあ、タトゥーラ400に60メーター巻くんですよ。まずスプール系がちっちゃくなるんで、ちっちゃいバイブレーションとかでもめっちゃ投げやすいんですよ。なぜならスプール系が、パンパンで43ミリがこんな60メーターとかになると30何ミリとかになってるんで、めっちゃくちゃ飛びやすい。で、バックラッシュのリスクが減る。リスクっていうか減る。で、この糸がダメになった場合ね、ありますよね。例えば、バイブレーションなんか根がかっちゃって、えっ、ー、と、まこうやって高切れしちゃった、糸弱ってたんだなと思ったら、高切れしたとこからリーダー組まないですよ。僕全部その糸捨てますよ。でまた 60m 巻くんすよ。だから僕は常にこれ腰ですけど、バッグには入ってるんですよ。150m とか入ってるんですよ。あとこれとね、だからね、海の300メーター巻きっていうのは、そうバラとかアカメとか、パプアもそうだけども、基本60メーターもあれば十分。トーマンもね、トーマンなんか40メーターあれば十分って言われてるんですよ。で、P5 号、6号、60メーター巻いて、まあ、バックラッシュ、多くても P6 号とか触ってたら分かりますけど、相性バックラッシュした時にこう直して糸が傷むって、そんな傷まないから1日一番嫌なのは根がかりした時に何か角度が、だいぶバイブレーションとかでそこでかかって、なんか途中で PE が擦れてるっていうのが嫌なんですよ。それで引っ張ったら案の定なんか途中で切れるっていう、そこがねずれて、そしたらもうその P もう 60m っていうかもう抜くんですよ。もうその糸使わない、どっかで擦れてんだからもう。でだから300m 巻きだったら、60m5 回使えるんですよ。もし心配だったら80巻いたらいいですけど、そうツイトモさんがおっしゃるように、8割までですよ。8割結構空いてんなぐらいです。もうタトゥーラ400なんて相当負けるから、400番だから P が6号で、で糸がダメになったら 80m はもう捨てます。で新しい 80m 巻きましょう。それだから別にその FS さんがどれぐらいライン余裕なんていうか余裕があるかわかんないですけど、別に
いいんすよ。 300m3000 ぐらいのラインでも P65 なんてね、うん、余裕があればまあいいライン使えばいいし、でツイトモさん、はい、根に潜るか潜らないかで切り替えています。そうですね、根に潜る魚じゃないじゃないですか。アカメって怒らせたらエラーラインになるんでね。パップアンパス逆なんでね、あいつはもうカンパチなんで、ギャーってもう根にこすいてあれ切ってるよ。もう頭いいからあいつ、すんごいパワーでね。赤目っていうかバラもすんごいパワーですけどね。クキキってもう根にいきなりうわ嫌な感触っていうのはあんまないんで、バラはここですよ、嫌なんは。だから僕ナイロン使わないんですよ。口でかいでしょ。パーンって吸い込んで、もうどんなねでかいのかかったりで、こんなミノを丸飲みしてたら、だからよくみんなバラやってる人らでももうこの切られるんですよ。めっちゃ切られるからね、バラマンディとか赤目。まあ僕はもう何も言いませんけどね、切られてるからみんな。まあ120ポンドだったらっていうのはあると思うんですけどね、いけるんじゃないかわかんないけど、だから僕は二度と使わないんですよね、ナイロン。みんなもうバラマンディとか何百匹とか釣ってる人がとかは、僕らそうですね、パパマスもそう、もうナイロン絶対使わないね。バラマンディやってる人らもあんま使わない。で沖縄の人、リーフ系の人らもう使わない。でバラクーダとかイソンボとかサワラとかアーチ系ももちろんナイロン使わないですね。なぜルアーもなくなるんでね、結構いいルアー使うでしょ、高額なね。オフショアとかロックショアとかね。こっちパパンバスだってそうなの、安くもないんでね、あれルアーは。赤身もそうでしょ。1個1万円ぐらいのやつ使ったりするじゃないですか。ルアーも高いし、まあ魚も取りたいしっていうので、まあフロロ、じゃあね、僕も安いからナイロン使いたいっすよ。ナイロンの方がいいんだったらナイロンの方が安いんだから、みんなナイロン使うはずなんですよ。でも高くてもみんなフロロを使う理由っていうのはそこにあるんですね。多分インドネシアとかでも絶対使わないね、ナイロンはね。100、硬いから嫌なんじゃないですか。確かに硬いもんね、フロロ。パスタみたいって言うもんね、あれ。そうですね。だからP に関しては少なめ。まあもうそれはお任せしますよ。もう気になるんだったら、キャスト先で投げて走られてっていうのであれば、だから多分タトゥーラ400なんだと思うし、うん、それをだったらなんだろう、そう、まあ P65 でいいし、別に P85 でもいいんすよ。うんでリーダーは別に一広もあればいいし、そうでバックダッシュがナイトゲームって怖いんだったら、まあタトゥーラはきつめ、マグネットきつめのメカニカルもちょっとする感じ、ちょっとする感じっていうのは、締まってって感じですね。それと調整してってください、明るい時間にね。でその時サミングも、あれなんかな、ちょっとベイトリールに慣れていないっていうことなんですよね。だからちょっとね、初めはブレーキきつめ
って感じで糸少なめ、でやってみてください。基本的にね、60メートル、70、60メートルあればいいからね。いい。ジグなんか投げないしね。まあ、ただね、やっぱ60メートルとかだとよく飛ぶペンシルだったら糸なくなるんで、確かにね。まあちょっと余裕持って、まあ80ぐらいも巻いてもいいかもしれないですけどね。まあでも基本的に赤目とかって僕は思う、ポーンって落ちてきてバーンって出るってことはあんまないと思うけどね。ないと思う。まあでもそれは釣りだから分かんないから、まあ心配だったら、釣り友さんのおっしゃるように8割ぐらいまで巻いたらいいと思います。はい。で、基本的にはドラグは、そうね、4キロぐらいかけて、4キロ、5キロぐらいで、出す、赤目は出すときは出すんだけども、そんな走んないから、あれ。4キロ、5キロ。まあでもちょっと夏なんでね、赤目も活性いいから、結構元気いいんじゃないですか。水温高い方がね、走るからね。FS ウォーカーさん、赤目って結構走るイメージだったんですけど、違うんですね。まあ、あすあのースピニングでやってる人らのは走らせてるんですよね、あれね。まあこっちでもスピニングでバラマンでやってるやつらは走らせてますよね。だって40ポンドとかでやってるから。でそうやって取るんですけどね。だし結構走らせて取るっていうんだったらやっぱああいうところで取れないですもんね。橋脚際とかね。なんだっけ、名前忘れたわ。カセとかで釣ってる人いるじゃないですか。イカダっていうの。ああいう人だとかだと、ああいう走らせる釣りだと、何あれ、ロープに巻きつくんだっけな。だから、そんな釣りできないと思いますよ。赤目でもね。だから、走る、じゃあ走るけど、うん。赤目は結構走ると思うんですけど、まあ、走らせないですよね。そのためのベイトタックルだと思うんですよね。ベイトタックルでジャーって出してる人あんまりいないと思うんですね。あれはもうね、なんとか、うん、やっぱスピニングはね、あれですけど、だけどやっぱり風とかでそう切られたくないから、あれスピニングでやってる人らもステラ SW とか使うでしょ。で P6 号とか8号とか巻いて、で GT ロッドみたいなのでやるんですよね。だからそんな感じですよね。走らせないですよね。もし走らせるイメージのタックルだったら P の435、45とかになるんじゃないかな。でスピニングって感じか。オープンウォーターでね。
とは、そうか、これすいません、僕も多分このやり方に結構賛否あるから、ある賛否あるっていうか、僕のやり方はそういうやり方じゃないからですね。というか、そのやり方になれると取れない魚がいっぱい出てくるんで、うん、今後他にね、だから嫌なんですよ。だしお客さんもそんなスピニングでゆるゆるのドラグでやってたら絶対パパンバス取れないんで、だからね、ちょっと僕のやり方にはそのかなりこうあれが入ってるっていうのはちょっとお伝えしておきますね。うんうん。かといってその 100m とか巻いてバックダッシュ毎回して毎回糸痛めてたら多分それも違うと思うし、うん、そう僕なんかはやっぱりこの例えば GT とかでもそのやっぱ奄美大島とかロックショア勢のやっぱドラグ1ミリも出さないっていう釣りを目指し、基本 GT なんてドラグガーって出して、でもその時だってやっぱりドラグは1ミリも出さない方がいいっていうやっぱりそういうアングラーが多かったから、うん、うん、だって可能性減ってくるからね、走らせるってね、しかも赤目を狙いに行ってるんですよね。うん、シーバス狙っててバイブレーション食ってきたと話が違うと思うんで、あの人はあの走らせる釣りって、まあそうで、あとあるとしたらベトナムとかでものバラマンディアングラとかはフィネスじゃないと食わないっていうの釣りがあるんですよ、バラマンディでも。ちっちゃい僕でもそうですね、渓流ルアーみたいなの使ってる時あるんですよ、9センチぐらいの。あれめっちゃ食う時があって、でそういう時にこんなごっつい80ポンドとかだときついから、あえてそういうことやってるんですよ、うん、だから多分メガソール 73H 使って多分 B フリーズとかをメインルアーにしないと思うんですよ、B フリーズ78をメインにするときにスピニングでってなるとやっぱりあのちょっとまあ走らせる釣りになるっていうのはあると。だからフィネスだったりもあるんですよね。だけど基本的にそのメガソールにタトゥア402っていうんであれば基本は4キロ5キロで走るっすよ。あのドラグは出る。でも止まるからすぐ止まると思うな。G ぐらい止まると思うんですよ。そしたらこう、巻いてでまた来るんですよそれが。でそれはね多分大きさにもよるけども、5回ぐらい走るのかな、わかんない、それ個体にもよるけど、寄ってきますからね、焦らずやってみてくださいね。何、細い糸で緩く太い糸で強くは永遠のテーマですが、ついともさんね、太い、だからそうまあ、うん、そうなのよ。FS ウォーカーさんがまあ普段慣れているスピニングで、うん、細い糸でやっぱその赤目ももうちっちゃいルアーは食うなっていう時はやっぱファイト方法変えないといけないですよね。でもそのメガソールでタトゥーラーでベイトでやってる以上は結構強い釣りをすると思ってるんですよね。うん、うん、じゃなきゃ別にスピニングでいいんですよ、その走らせる釣りだったらね。
私あれはね針が弱かったりもするんでね、そうだから僕のやり方はちょっとまああれかな、そうパッパンバス混じってるってまたコーチと全然違うからあれかもしれないですけどね、でもうんそうね、でもそのタックルでやってる以上フィネスで食わす感じではないと思うんで、細だから僕はあんまりあれかな、細いとでやりたくないんだよなやっぱり。で僕はなんか B フリーズとかも P4 号に80のフロードとかでなんとか泳がせてるんですよね。泳がせてるな。まあちょっとフロードも考えもんなんだけどね、60ポンドにしてとかあるんですけど、正直まあ赤目バラマンディだけだったらね、まあ60ポンドぐらいにしても、いいんだけどね。この辺ちょっとでもいろんなやり方あるし、で僕のガイド、まあガイドでは別に僕は赤目ガイドではないから申し訳ないんですけど、うん、まあでもある程度そのバダマンディ、え FS ウォーカーさん、一応スピニングタックルとしてミュートソニーをショアゴリラも忍ばせてます。はあ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 。だからがっつりあれだな、ロックショアだよね。だからそれもスピニングだけどパワー系だからね、あれなんですよね。なるほどね。でもそれ持ってった方がいいんじゃないのね。10フィートぐらいあるでしょ、9フィートとかね。またあのうんちょっと待って、ライン細い、ドラグ緩いスポーツフィッシングは否定派なので、長妻さんの考えに賛同します。あ、ツイートもさん、はい。ライン細い、ドラグ緩いスポーツフィッシングが否定派。そうなんです、そうなんですよ。僕もそう。もう切れる、なんていうのかな、切れるぐらいだったらかけたくなんかもう、いや、そうだからちょっとね FS ウォーカーさんショアゴリラであれ投げれるかわかんないけどあんな、フィうんそうなのよ。で赤目ってかバラマンディで嫌なのがベイトで嫌なのは GT とかでもそうだけど糸が強すぎるから魚が糸が食い込んじゃうんですよ、スプールだからそのスピニングの強い方が慣れてまあありなんですよ。わかりますよね。ベイトってスプールに対してこう直で入ってくるからゴンっていかれたらグッてもう何回もやられてるからバラマンディにも特にバラマンディですね。ピーコックとなんだっけパプアンとかではなで P45 ぐらいだったらもうそれ以上糸出ないから高切れしました。でやっぱりそのスピニングはガンって食ってきた時のドラグがいいっすわやっぱり。あとレベ何あローラー、あれラインローラー、ラインスピニングはね、まあ、ご存知の通りラインローラーかましてからスプールに巻くんで、ちょっとリードわかんないけども、そんなショアゴリラとかミュートストニオとかにつけるんだったら、あれでしょSW キーなんでしょだ
だからそれはあり。そうそうそう、食い込むんすよ。僕は GT でもやられてるけど、もう糸出なくてパーンって切れるんですよ。あれ8号で切られたからね。直線で直引きの8号で切られる。どうなるかっていうと、僕膝から磯にダーンっていくんすよ。うん、こう思ってパーンってやったからね。だからそのベイトの弱みっすよね。ベイトの弱み。いきなりごっついのが来ると、じーって何ドラグが出る前にすんごい勢いであれ P がスプールに食い込んで出ない。はい、これもうよくあるからね。そうですか、ツイトモさん、同じですか、僕ね。FS さん、はい。何かトラブル起きたらソニオは6000番の P さんで軽めのルアーを。ああ、ゴリラは14000番でああ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。うんうんうん。6000番の P さんなんていいっすよ。うん。だからね、なんか、うん。そう、走らせるんだったらそっちなんじゃないのかな。うん。だし、なんていうかな、そうそうそう。うん。うん。だぼ、そうね、軽めのルアーでしょ。うん。だし、バックダッシュもしないしね。僕が引っかかってたのは、聞いてたそのタックルね、メガソールとかタトゥーラーだったら、そういうファイトじゃないよねっていう話をしたかったんですよね。うん。うん。赤面は、そんな、めちゃくちゃその海の魚よりは、なんだかんだ言って弱いっすよ、そりゃ。だから、そんな、止めれるんすよ。まあ、そっから暴れてバレるとかがあるからね。だからキャッチ率上げるとかだったら、正直僕は赤目だけ狙うんだったらソニーを6000とか、の方が、そうそう。だけど重いでしょ。うん。とかもあるんですよね。だから僕はだからそう、ソニオに6000の SW とかゴリラ14000とかだと、その全然軽いでしょ。タトゥーだとアピアのタックルが。だからね、やってると分かるんですよね。めっちゃ自然とね、ベイトリールを使うようにパワーもあって、タックルが軽いんですよ。だって6号タックルなのに350と、200でしょ。550で組めるもんね。14000番のリール1個で800ぐらいあるんじゃないの。で竿が400はあるんじゃないの。で1点だからね、多分赤目も1週間やるとかになると、慣れてくると糸減らして、もうバックラッシュもほぼないな。たまにありますよ、そりゃ。くるくるくるとか、あと風吹いてたりして、バックラッシュゼロなんて誰でもあるんで、あバックラッシュゼロなんてまあ不可能なんで、ただやっぱり僕なんか行っても1日1回あるかないかですよ、バックラッシュは。だから慣れてくれば、タックルも馴染んでくれば、あのーまあ夜でもナイトゲームでもフルキャストできるようになってくるんで、でトラブルがあればソニオがあるとかでやっていけば、うん、糸少なめ、ブレーキきつめ、メカニカルちょっときつめに締めて、サミングで徐々にやってく、デイゲームでやる、慣れてきたら、やってみてください。ゴリラの、うわ、マジかみたいな感じですよ。うん。ゴリラを使った後にメガソウル使ってみてください。
もうなんか投げちゃいそうっすもん竿ごと。それがやっぱね、ベイトタックルって強いんだけど軽くなるんで、そこまあメリットですよね。うん、うん、だからそのバックダッシュだけ、なんとか、そうそうそう、克服していただければいいというか、バンプを、まあ、あんまり僕のあれはね、まあ、バラマンディとかめちゃくちゃ上手い人らは、やっぱり M クラスぐらいの竿でやるんですよ。10何キロのバラマンディ M とか ML とかでやるんですよ。8フィートとか。まあ、安く、短いやつでも。そんだけじーって出してやったりするんだけど、僕はそれが嫌いなんですよ。うん。嫌いなの。それに慣れたら、なぜなら一番のターゲットのパパンバス取れないから。だから僕はそんな竿は使わないんですよ。いや、わかるんですよ。面白いし、そうやってやってても面白いんだけども、僕はなんせあのちょっとこうお話はできるけども、そういうスタイルではない。だから全然スピニングも使わないしね。使うとしたらそれですよ。その1万4000番とか1万8000番ぐらいのはどうしてもスピニングじゃないとダメな時はあるんで。FS さん、昔ベイトを触った時に糸がほどけなくなる状況が多発したのでトラウマになって。あれね。あれね、P とかでね、あれ僕得意なんですよ。僕ガイドでしょ。しょっちゅう直す、お客さんのそうなったやつ。あのね、一番あるのが、もうこれどうしようもないっていうのは時は、一番多いのはちょっと脱がしてあげて、あのクックッて一発、それが多い。うん。あの要はレベルワインダーの外側から P クッ、そのね、コンって入ってる時がトラウマになるっていうか、よく驚かれるもん、お客さんに。とか言って、僕ちょっと川の水とかでちょっと P あんま痛めたくないじゃないですか。だからちょっとこう P こうスプールちょっと湿らせるっていうか、だいたいこのスプールの端っこぐらいでなってたりするんですよ。まあ別に真ん中でもいいけどね、なってて、これ多分置くのがこうなってるわ。でその場合ではだいたいね、お客さんが5分ぐらいやっても治んないんだ時は、だいたい僕はね、濡らしてクックックッとかコンって引っ張ってあげるとあの取れる。あとはあれよくあるのが、そうちょっとスプール糸を押さえてちょっとドラグ緩めてあげて、グーッとかやってちょっとずつグーって糸を押さえるんですよ。糸っていうかスプールを押さえながら、そうするとちょっとずつ治ってくるんで、あるんですよね。まあベイトリールにはつきもんなんですよ。なんでで特にタトゥーラか、そうタトゥーラがバックラしにくいですよっていう機種じゃないんでね。バックラしにくい機種は今だったらリオが、あれはしにくいね。ビッグベイトとか、しにくい。けどサミングをしてみてください。やばいっていうか、バックラッシュするときって糸が浮いてくるから、やばって止めたらいいんですよ。
フィーンってやってる時はやばいって感じはしないですよ。バックダッシュしない時は。やばっていうのはバタバタバタってここがスプールの糸が親指に当たり出すとやばってもう止めたらいいんですよ。もうその糸捨てるけどね。そのその糸は捨てますけど、ごめんなさいね。なんか僕のスタイルで話すからはあって方も多いかもしれないけども、うん、まあバレたらバレたでいいんすよね僕。だからね、ほんまに怒らせたいわけですよ。っていうかもうそうじゃないと取れない魚が世の中にいるからね。あのせこくやってない、おっしゃ来いみたいな感じですよねもう。糸が切れるか針伸ばされるかスプリットリング伸ばされるか、うん、リール壊されるかみたいな魚じゃないですか。パプアンもアカメも、まあバラマンディも、うん、だからその多分 P65 にタトゥーだとかなんですよね。だからもうそのタック信じてやるしかないです。だから僕はよくね、コーチの人だとはちょっと違うなとは思ってるんです。だって彼ら扱ってんのガマの SP の H とかだもん。STX58 とか。あれだったら持たないっすもん。あの針は。この前話したけども。STX58 とトレブル SPH の針。でもコーチの人は結構あれ使ってるでしょ。だからそれだけ、走らせてんだなってもうあの針見てわかるっすよね。あいやいやいやごめんなさいね。ギリギリまで。FS ウォーカーさん、そうそう支度して出発します。皆さん、なんていうのかな、最後まで投げ切って、そうすると、1週間あるんでしょ。もうここで、語れ、ね、なんか自信になると思うんですよ。自分になんていうのかな、今日はこれぐらいでいいかっていう日があると思うんですけど、まあ体力しんどかったらやめたらいいし、でもこれ自分いけるのになんかやめてんなっていうのはやめた方がいいから、そういう日釣れるから。そう。自分に打ち勝った時って釣れるっすよね。朝、いけるんだよ。いけるけど眠いから行かない日にあえて行く時っていいの出ないっすか。だから、まあ、なんていうかな、楽しんだ方がいいですね。最後までね。で、自分にまあ、なんていうか、自分に妥協しないければ、釣れる釣れないはその次じゃないですかね。もうね。そういう魚。うん。だと思いますよ。いや、それはうまくてローカルで、いくらでも今日ここでベイト入ってんだ。で、仲間と連絡して、あの、そっちに出てんのとか、そういう人は別ですよ。だけど、そのガイドさん使ってね、その仲間でベイトがどこ入ってるかとか分かってる人はまあ連れてるけど、そんな人と比較してもしょうがないし、だってもう全く土地勘もないまま突っ込んでくんでしょ。ね、僕そういうスタイルだから分かる。せいぜい1匹とかだもん。で1匹取れたらいいじゃないですかね。まあ1匹目指して、だけど1匹釣れたらもうガンガン目指したらいいんですよ。もうせっかく行ってんだから。1匹釣れたらもうね、そっからちょっとずつまあ煮詰めるのは、なんていうか、1匹ってかなりでかいヒントっていうかまあ正解なんで、そっからやっていくって面白いですよね。いやいや、どうぞどうぞ。運転ちょっと気をつけてね。もういい時間だよね。道も好き出すのかな。
伊丹から高知だったら4時間らしいですね。僕も散々負けてるから、ペチャクチャペチャクチャ偉そうにこんな喋ってて、散々やられてるからね。本当に。全然自分がうまいとかも何にもないですからね。ただ、なんとなくこう、そういう失敗したなとかを言う、でもいい思いもやっぱり釣りだからあるじゃないですか、たまには。で、いい思いのところをこうでっかく言ってるから、ちょっとあれなんですよね。実際は地味。実際は地味ですよ。釣りは地味でしょ本当に。特に新規開拓とかこういう難しい魚とか遠征とかになると、いい瞬間なんて、ねえ本当あれですよね。まあ現地のローカルとか仲良くなったりとかね、まあ今後、なんかなんていうかいい出会いとかはあるといいと思いますけどね。そう、これはね、実際皆さんね、プロでも何でも偉そうに言ってるけども、まあ、で、何年も同じ場所通ってるでしょ？ 4 年とか5年とか、まあ、まあ、赤目とか、まあ、わかんないけど、10年とか、地元に住んでて子供の時から親父が赤目釣ってるとか、やっぱそういう人は、それはまた、まあ、出る場所とかも、大体分かってるんですよね。毎年毎年。だからそういう人がね、インスタグラムとか結構上げてて、まあ見るのかもしんないけど、まああんまり、それよりもなんかね、ああいう人はすごい、いいっすよね。なんか、例えばこう、まあ超過っていうのが、あんま、あれなんだよな。僕ももう言われて気づいたんだけど、魚みたいなよりは、なんていうか、ちょっとね、こう、アドバイス的な方が、今は、まあ、インスタグラムとかも伸びたりするんですよね。でもそう、YouTube とかでも、なんか、こんな、なんか、なんかライブ動画の方があれなんですよね。今日はでもあれか、もう、あれなんかな、そんなに人数は多くないですが、ちょっと子供らも今日はゆっくりしてるんで、ちょっと一服まだ続けましょうかね。なんかあるかもしれないな、今日。ライ
あ、すいません。はい。あ、もうちょっとコーヒー入れてくるわ。まだいらっしゃるんだね。じゃあちょっとやりましょう。いや毎回ね、ありがたいことにね、赤めの方もコメントくださるんですけど、ちょっとね、話はあれなんですよね。うん。今後の僕の、あれも、うん、そう。だから、うん。いや、僕もそれね、赤目もやりたいんですよ。うん。何回も言ってるけど。だけど、やっぱり、ちょっとね、うん、コタキナバルっていうか、マレーシアね。この辺も視野に入れたいなと思ってるんですね。うん。この時期ね。7、8、9、10ぐらい。6、7、8、9。10月はもう釣れるからね、結構ね、9月下旬。うんフィリピンの方で、やりたいと。で、そのね、売りや、うん、ご存知の通りね、やっぱね、木村健太さんって言うでしょ、キムケンさん。うん。彼もガイドやってたんでしょ、琵琶湖でね。で、琵琶湖のガイドに限界があるっていうのにすぐ気づいたらしいですね。うん。だって月に1日4万円、当時4万円のガイド代だったらしいです、1日。うん。300日出れて、うん。すぐ売り上げを計算できるでしょ。うん。1200万円なんですよ。うん。それで辞めたって言ってましたね。うん。そっからあれ、あるでしょ税金、ガソリン。うん。ガイド代だって、税金、ガソリン、あとボートのメンテナンス費とか、ボートの、ね、いろいろ。で、やっぱり1200万じゃやってらんないと。うん。あの人はね。だからあれでしょ彼の場合はスポンサーは、ぶ、物の提供は物の提供だけじゃない。全部、あれなんじゃないの契約はお金で発生しているということで、彼の場合は、ああいう人気アングラーっていうか、もうレジェンド級なんでね、だいたい5000万ぐらいいくみたいですけどね。だから、5000万あって、だって税金でいくら取られるのよ。4割ぐらい取られるんですか？で、3000万か。でしょう。下手したらもっと取られるんじゃないの？でも、経費で入れてからの税金だから、申告してどうなってるかわかんないけども、それは全然違いますよね。ガイドの1200万円とやっぱそれぐらいあれば、あれなんですよね。海外でも住んで、えっ、と、うん、まだやってない釣りとかで開拓で、もちろんそれじゃ無理なとこもあるけどね、そりゃ北米とかは無理でしょうけど、でも、あとヨーロッパとか物価高いとこは無理だけども、っていう風になってきましたね。今だとね、
ガイドって言っててもそんな、全然っすよね。計算したらわかるでしょ。一組22万円とかでやってたら、まあそれはね、釣りもう自分が好きな釣りで、しかもお客さん喜んでもらって僕も料金もらえるっていうので、もうそれはもう超ありがたいし、もう最高の職場なんですけど、そのためにフィリピンではもうビザも全部取ってるんで、永住権っていうか、高いお金払って永住権も取ったんで、でまあそれで楽しんでたわけです。楽しんでたというか、僕もまあ半分以上満足してたんですけど、ふとそういうちょっとこう今後の展望とかを話して、もうそんなことを言ってくれるんですよ、 AI は今の。まあ皆さんもそんな AI なんてとか思ってると思うんです。僕もバカにしてたから。でホームページこうで今は作っていいんだけどねとか言ってたら、いやそのホームページあかんよみたいな。で海外のお客さんをもっと入れないとみたいな、いう話から、じゃあ目指しますかみたいな。まあだから半年間で、うん、かもう本当なんかマーケターなんですよね、プロのね。あれだから本当おすすめ。コデックスっていうか、あのチャット GPT の$20プランでいいですよ。まあ3000円のプラン入って、あとクロードコードの3000円のプラン、カルソールの3000円のプランとか、まあなんか入って、まあ月1万円ぐらいですよ。1万円ぐらいで入って、自分のなんかことを話すだけでも、まあ僕こういう商売だけど、個人事業主みたいな商売だと、なんかふっと自分のこう狭い殻が外から、いやなんでそんなとこでそんなことやってんのみたいなことを言われるわけですよね。いや正直それあれだって分かってるんですよ。たこ焼き屋とかああいうスモールビジネスっていうんですか。すんごい正直大変ですよね。飲食店とか、ずーっとやってるけど飲食店、大変ですよ。そんな一日準備して売り上げだってね、そんな数百万いかないですよ。いかない。10万もいかない。うん。たこ焼き屋1店舗で、やっぱり10万なんかいかないですよね。よくて5万ですわ。5万、1日ね。だけどやっぱ家賃も安いし、人件費も1人でできるから、あれはいいんですけど。アッキーさん、はい。お疲れ様です。今更入りました。チャット GPT 課金すると便利ですよね。そうそうそう。ね。アッキーさんもやってます。GPT がなんだかんだ最近盛り返してきていいっす。で、クロードはもうゴリゴリ系。フェイブル5とか使う。だから100ドル、200ドル、100ドル。1万6000円ぐらい課金しようかなとか思ってますけどね。もうゴリゴリ。ゲームも作れるからね、あれね。すごいね。そう、便利っていう話と、今、あれなんですよ。結構うん、うん、中でやっぱり言われた。あのすごいコンテンツがありますよ、みたいな。で、僕も、自分は好きだから、いつも何でも、まあ、本当正直家族とか度外視でやっちゃうとこあるんですよ。うん。でもね、こういうのもね、パッと変わったのは2019年。うん。2019年の2月に完全断酒。断酒っていうのはお酒を全く飲まない。禁酒とか
この今まで毎日飲んでたのを1日にするとかそういうのでは僕やめられなかったから、断酒っていうのを成功してるんですよ。もう7年。もうそうしたらね、今までの二日酔いとかね、まあお酒結構飲む人だったらわかると思うけど、だるさ次の日の全くないでしょ。もうすんごいエネルギーで、今もまあだから酒なんか飲んで、これコーヒーですね。だからね、そっからその前もね、なんかまあ、ハマりやすいっていうか、もう、うん、じゅ、まあまあ、多分そういう感じなんですよ。受験勉強の大学受験の時も落ちこぼれ偏差値なんだあれ40偏差値ってあるでしょ、40ぐらいだったのかな、高校2年生ぐらいの時は40ぐらいでしたよ。まあなんせマクドナルドのバイトばっかやって、あと夜は麻雀ばっかやってたんで、それから大学入らないと腐ると思って勉強しだして1年で、だから最終的に偏差値をもう70超えてきたのかなあれ。だからもうなんかね、やっぱりうーんはまるんすよ。はまって、ハックしたくなるっていうか、でそれは釣りでも起きたし、で今は AI で起きてる。でも AI に関しては僕何でもエンジニアでも何でもなかったから、まずそのベースがないんで結構きつい。プログラミングとかのね、コーディングとかのベースがないから、今日も一日コテンパンにやられてましたけど、今日やってたのは YouTube 動画を、昨日はホームページできました。うん。できて、いわゆる、そう、さっき言ってたように、外国人ターゲットにするために、あなたの YouTube 完全日本語だから、日本語向け、日本人向け、インスタグラムも。だから全部字幕つける。で、字幕はつけれるんですよ。今、YouTube で、僕の、日本語の字幕拾って、タイムスタンプって008秒、1分何秒に何を言ってるとか出るから、そのままアップして、翻訳入れて、翻訳をそのままタイムスタンプごとに押せばなるんですけど、まあ、やっぱり何百本もあるから動画が。あとこれもあるから、全部自動でやりたいなと思って横着、全部自動で拾って1日5本ずつやってみたいなのをシステムを作ろうとして苦労してました。で今日やってて苦労した原因はえっとね変更しようとしてるのを Google 側が YouTube 運営してるのは Google じゃないですか。 Google 側がね弾いてくるんですよね。でその弾いてくるのをね何回もやられて、弾かれて弾かれて、じゃあこの方法でいきます、弾かれてって言って、最終的になんかだいぶいろんな方法でアタックして弾かれてましたけど、って感じのことをやってましたね。でホームページはおもろかったのは、じゃあ半年のガイド代で1000万を目指しますと。であなたのガイドはなんかあのちょっとなんか違うよねみたいな。僕のガイドはそのなんかあ漁師のように僕が釣ってその魚見せて来てくださいっていうよりは、なんかそのいつも自分がやってる釣りは今日ここだったらこの辺答え合わせをしに行くって、うんやる。で1本出たらはい答え正解っていう感じで次の川行って正解っていう感じの釣りのスタイルだから、あのなんかそれを売りにしていきましょうとか、あとはまあ僕釣りに始まったもう毎日、雨の日だろうが何だろうが毎日朝3時から朝9時までやってたんですよ。で帰ってきて、でその時はもう YouTube 見まくってたんです釣りの。
だ例えば初めのマングローブジャックの釣りだったら、その当時は5年前とかだったら、もうあずさぐらいしかいなかったさ。フィッシングギャングのあずささん、彼がマングローブジャック、だってあれ沖縄にしかいないでしょ、日本だったら。まあまあ海で高知とかに鹿児島とかにいるけど、基本的に川で釣るようなマングローブジャックの釣りって、例えば四万十川に入ってないっていう噂だから、あのうんまああずささんの動画めっちゃ見た。まず特にマングローブジャックの回が何本かあった、5本ぐらいあったのかな。でそっからあずささんの釣り結構見た。いやそれ以外にもどんどん見ていくわけですよ。もうどんどん見ていく。もうそれこそシーバスも見るし、なんか具体名は忘れたけどな、その時。まあ赤目も見てたし、でもとにかく僕がドハマりした初めはマングローブジャックからだったんで、そうマングローブジャックってなってオーストラリアのサイトに行くんですよ。オーストラリアの YouTube 見まくった、見まくったね。でオーストラリアはあいつは結構いいもの持ってるんですよ。ミンコタのエレキと魚探と、なかなかこいつは豪華なものでやってるなとか思いながら見てたりしてて、で僕は実はウェディングじゃないおかっぱりがメインだったんで、うんそうでだからそれを繰り返してたんですよ。で見て、で見た瞬間にインターネットショッピーっていうサイトで、バイブレーション効くんだ、じゃあバイブレーション探してバイブレーション何個か買って、届いたらそれとかで、その間にもアリババでサイレントアサシン買ったり、なんかメガバスのクランク買ったり、なんやもうめっちゃ金も使ったっすね。やっぱり釣り始め100万じゃ収まんなかったと思うな、1年。うん釣りぐらいだけね。まあそれを売り出したりもしてたんだけど、あまりにも量も入れないといけないものがあったんで、で海もね、海もやってた。でタチウオハマって、タチウオも釣れる釣り方まで、僕の中ではタチウオはね、最終ね、まあ僕てんやとかやんないね、餌巻いてね、てんやとかやんないけど、あれやっぱりバイブレーションが一番良かった。ジグもまあいいけど、やっぱバイブの方が簡単に食うね。とかいろいろやってね、でも結局一番面白かったのはマングローブジャックの釣りだったんですよ。その当時はね釣りハマって、でマングローブジャックがやってると出会うわけですよ、パプワンブラックってやつ。まあ一番初めに見たのはスポットテールバスですけどね。でその存在をフィリピンで確認して、マジでってなるわけですよ。フィリピンにいるなんて知らなかったんで、パプアンブラック。だからパプアンブラックバスは、もうそれこそその釣り人の憧れだっていうのは、もう YouTube 見まくってたから知ってたんですよね。で、それがフィリピンにいる、しかも自分が住んでる、自分の家から40分で行ける川にいる。で、そっからですよ。ももうね、ルアーは買いまくるわ。まあ毎日川は入るわ。で、わけはわかんない、釣れてるかわかんないとこに、だからその川の上流とか行ったり、歩き回ってね。うん。で、地元の人にこの魚見たことあるとか聞いたりしてね、やってましたね。そう。だからなんかね、ハマりやすいんだよね。ハマりやすいから、で、GPT と話してて、まあ、なんか話があれやな。まあ AI うまく使ってね、なんかできたらいいですけどね。アプリケーションぐらいだったらすぐできると思いますけどね。
まあ今まだちょっと、YouTube の方の英語版をやってから、って感じですけどね。だからこれからあれですよね。まあ釣りのことはだいたいこう YouTube に出してるし、このあれでさっきもまあ赤目とかで話してましたけど、まあ釣りのガイドもあれも使えるようになったら最高じゃないですか。 AI マスターになればね。そうだけどね、今見てる方は9名ぐらいかな、何名いるのか分かんないけど、ここには9って出てるんだけど、そう、アッキーさんのように3000円ぐらいの課金するとした方がいい。うん、うん、釣りにも活かせるし、あとはなんか今後がすごい変わると思うんですよね。うん、今日もまあ話してんの見たけど AI で税理士がいらないって話。税理士、弁護士も会計士も怪しいよねっていう話。なぜならもう税理士はもういよいよいらないよね。っていう話ですね。まあ会社員の方とかだったら税理士さんとかとあんまつながることないと思うんですけど、僕はこれでもね、大学の時にね、1回税理士の試験を何回か受けた。2回受けたんか2年受けたんかな。でもこれ多分なくなる仕事やろうなと思ってやめたっすけどね。あんまりのめり込めなかったんだな、あれは。財務諸表論とかね、簿記とか、あと消費税法、相続税法、法人税法とか所得税法とかね、5科目ぐらい受けて受かんないといけないんですけど、あのいよいよね、なんか税理士がね、クロード、要はチャット GPT っていうのはオープン AI ね、って会社がやってます。で、クロードっていうのがもう今最強って呼ばれてるけど、なんだっけ、アンソロピックっていう会社がやってるんですけど、中でもこのクロードを使ってやってるらしいんですよ、税理士が。あるからレシートの写真撮って何かやったり、何やったらもう税金の計算から全部もう間違ったことないんですよ。そんな世の中になってきて、あの今まで通りにはいかないなって感じない感じたっす僕は。今ね全然釣りと関係ないけども、でも何が言いたいかっていうと、自分の大好きな釣りをこのまま続けたいんだったらと思ったんですよ。こんだけ変わってて強力な AI みたいなのが出てくると、いつなんかもう釣りができなくなる状況に追い込まれるか分かんないなと思ったんですよね。いや、やっぱ危機感ですよね。うん。これやばくねえと思う。だって仮に僕が税理士だとしたら、これやばいなと。一応なんか多分国には守られてるじゃないですか、資格なんで。あれは税理士と会計士と弁護士だけなのかな。確定し、なんかあるじゃないですか。税理士法とか、弁護士法とか、あるでしょ。あの、助言ができて、弁護士よりも頭良くて、法律詳しくても、そういう仕事は受けれないじゃないですか。仮にめっちゃくちゃもう仮に AI の方がもう全部わかるわけじゃないですか、法律ね、判例も全部。けど、今は税理士守んないといけない、弁護士守んないといけないから、そういうのではできないようになってるじゃないですか。実際は、法律、なんかのトラブルがあったら、あのこれでマイクで、ペラ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 喋ってまとめて、で、警察の調書とか、まあ、いろんな証拠あるじゃないですか。警察とは何でもあるけど、読ましたらある程度出るっすよ。どっちがどうとかね。
うん、無料弁護士相談ぐらいのことは、ていうか、もっと上のことはできるです。クロードとかだったらね、もう、クロードでもね、なんかね、いっぱいあるんですよ。もう、脳みそがいっぱいあるんですよ。賢い脳みそと、まあ、中ぐらいの脳みそ、まあ、単純な脳みそみたいなのがあって、で、まあ、別に月100ドルだったら1万6000円でしょ。人一人雇うよりいいなと思ったんですよ、僕。1万6000円ですよ。30日働いて。30日、一応なんかね、5時間ぐらいで上限くんのかな。で、1回休ませたりしてやってるんですけど、5時間ぐらい、だから1日5時間の労働30日きっちり働いて1万6000円なんで、まあまあもちろんもっとややこしいことさせたら2時間で終わったりするんですけど、だからまあでもそれを2人にやっても1ヶ月3万2000円でしょとかな、そんなあれなんで、いやーほんとね。で今昨日作ったホームページ、インスタのリンクから見れますけど、あれは本当にチャット GPT の方が作ったな。初めジェーンスパークで作ったやつ貼ってましたけど、だから今僕ホームページ4つぐらいあるんだよな。もう宙に浮いてる状態だけどね、ジェーンス今メインのは貼ってますね、インスタに。でも彼はそれはなんて言ってたかな、あのテスラとかアップルのホームページのように作りますって言ってきたっすね。だからあれはそういうな感じで作ってるみたいですよ。あんまりね、ぐっちゃぐちゃぐちゃぐちゃ文字で書かない。アップルのホームページとか見たことあります？テスラとか。もうなんかパンって言って、ちょっとだけ文字でしょ。なんかもうそれでいいらしいですね。あのまあ今日なんだろう、この AI の話興味がなかったら多分あれでしょ、自然消滅していくと思うんで、人数が。どうなんだろう。でこれをね、やってみてます。で、ちょこちょこ例えばこういうね、リスナーさん F さんとか、まあアキさんもあれなのかな、使ってんのかな、なんか興味ある人いるんですよね、やっぱり自分の仕事にも。まあ釣りの話はもちろん聞かれたらするんだけど、なんか僕も今やってるのがその釣りで、やっぱり生活はできてるんですけど、釣りとたこ焼きで生活できてるんですけど、あのーうん、何もうちょっとその開拓し開拓や例えばトーマンですよね。半年間はボルネオに住んで、まあ5ヶ月ボルネオでやるとかのためにはもうちょっと収入がいるんで、あのー今はなんかそれのために、準備してますけどね。うまくいくかは分かんないですよ。うまくいくかは分かんない。なんせバコロドのね、たこ焼き屋も3月にオープンしてね、3ヶ月でやめたんでね。でもね、あれはね、良かった。やって良かったし、やめて良かった。焼いてるフィリピン人、僕もうちのもう4年5年働いてるスタッフですけど、いや、あれは、やっぱりこの運営、まあナイトマーケットの運営が消滅していく。そこで僕らが頑張ってもしょうがないっていうね。僕はもうだからそれでやめたんですよ。もうどうしようもなかったね、あれはね。うん。うん。僕らがね、自分らでテナント借りて、あの、路面店でやってたわけじゃないんですよ。ほんななんかね、ナイトマーケットって言って、一区画に50店舗ぐらいあったんかな、50店舗ぐらいがあの
一晩一日いくらとかで借りるんですよ。初めはねだからすんごい大盛況だったっす。だから3時間で売れたんですもん。200人前とかが。そうで、けどまあね、いきなり落ちてくんですよね。6月5月の下旬ぐらいからね。だまあ徐々に落ちてったんだけど、ゴールデンウィークぐらいから。だけども、まあいいよね。でも周りもいなくなったんでね。だからまあやってみて結構うまくいかないことの方が多いんですけどね。たこ焼きに関してもそうですけどね。まあこの AI だってどうなるかわかんないですけど、うん、まあでも今んとこはね、そう、インスタグラム、YouTube、まあホームページなんて見んのっていう感じですけどね、今の時代ね。うん、あるんですけどね。まあホームページ大事ですよって話は、チャット GPT の話ですね。まあお金かかんないし、ほんとかかんないんですよ。かかったの2000円だけかな。パプアンバスフィッシング .com っていうドメインが年間2000円すんのかな。それだけ。うん。それだけです。ホームページはね。で、もしね、なんか売りたい人いるじゃないですか。うーん。なんでもいいけど、T シャツでも、なんでも。ああいうのもできますよ。うん。e コマースっていうんですか？ e コマースっていうか、オンラインショップとかね、できる。簡単にできるんで。あの、なんていうかな、僕のライブ、これね、まあ皆さんも釣りは相当やり込んでて上手い人が多いし、で、パパマスのこと聞きたかったら聞いてもらったらいいけど、なんかね、なんかこんだけ時代変わってきてるから、なんかずーっとね、釣りの話するのもいいんだろうけど、まあ僕も今結構それで、やっぱり変わってきたから、予約状況とか、で、まあなんか今後の話とかもぶっちゃけで話せたらいいかなと思って。でね、これもね、言われた。顔出して自分の声でぶっちゃけたトークじゃないと、もう見ないよって。誰も。建前みたいな綺麗事言ってるような人のライブなんて誰が見んのって感じ。っていうのは言われたんで、確かになと思って、これだけ、うん、ねえ、僕はリハックってチャンネルとか好きだけど、見てるけど、結構みんな、ぶっちゃけて、でね、あのー正直ね、それやっぱ、これぐらい、チャンネル、ショート動画とかが回り出すと、しょうもないこと言ってくるのめっちゃくちゃ多い。はい、多い。特に日本の人。多いけど、あのーうん、なんかもうその人ら手遅れでしょうね。だって人の動画見て文句言ってるぐらいあったらね、そんな、そうそう、だから、何、まあ本当はね、こう僕のガイドを来てもらう方用になんかこうあれこれ質疑応答とかの初めはチャンネルだったんですけど、なんかあれですよね。まあそれはやってるけども、こんだけ半年間ぐらいこう3時間4時間のライブやってると、あのまあもう一歩踏み込んでもいいのかなと思って、だからまあまあ毎日僕も勉強っていうかな、なんか遊ん、カチャカチャめちゃくちゃイライラするわけね。変な、たまに回り道させられて、それもダメ、こうされるようなことがあるんですよ。たらい回しというか。
あれもイライラするんですけど、でまあ夕方、明日明後日か、月曜日とかはね、そうバラマンディ釣りに行ったりして、えあとは真剣に本当、ね、稼ぐことを考えていかないと、こう、でもガイドはね、基本的にそんな、多分最安値ぐらいで僕は継続して、これはね、もっと本当はね、本当に来てほしいし、パパ、パ、予約もね、パーってね、毎年あるって、なんていうのかな、だいたい7割ぐらい、まあ、5割、7割ぐらいは、リピーターの方とか、で、3割ぐらいが新規の方とかで、毎年、こう、ガイドできるような、なんか、で、じゃあ、リピーターの方だったら、じゃあ、ミンダナオでもう川開拓し、だからこう、毎回来るリピーターの方も飽きないようにね、同じスポットエリアだけじゃなくて、回せるようにね、なんかこういうのは、理想。だから僕はガイドはやめる気はない。例えばどんなになんか、うん、まあ余裕があってもやってる仕事なんで、ガイドはね。うん、ただ僕はもう一歩先に、ちょっと、このオフシーズンとかも、なんか、あのーそう、だからまあトーマンがぴったりかなと思ってるんですけどね。トーマンをボルネオでやる。いいなと思って、今、それに向けてね、まあだからちょっと家族の理解もないとダメなんで、そんなことしてたら一年中家いないことになるんでね。まあそれもあるんですけどね、ちょっとまあ今は難しいかもしれないけどもね。いや、ガイドはやめる気ないですよ。やめる気ないっていうか、そう、だからもっともっとこう、僕も質を上げていく、楽しんでもらえるように。まあいいサイズの魚、パプアンバス、バラマンディをお客さんがね、例えばビッグベイトでやりたいとか、クランクで巻きでやりたいとか、激流のトップでやりたいとか、そういう要望に合わせてね、だから僕もこう、まあまあ、だからフィールド開拓っていうんですか、やっていこうかなと思う。やって、まあそのためには、意外に皆さんはフィリピンだから何でも安いんでしょと思われると思うんですけど、やっぱりその開拓行くだけでも、やっぱり、まあ一緒ぐらいですよ。数十万円飛ぶっすよ。うん。あの、こっちにね、ガイドでお客さんと来られるような感覚で飛んでくんで、だからまあね、あれなんですよね。ガイドで来てもらったお金が新規開拓に費やされるって感じなんで、だからもう正直ね、もっともっとお客さん来てほしいですよね。そうだしね、まだまだ全然空いてる、もう余裕、まだまだです。去年より全然いいペースで入ってってるんですけど、11月、1月のちょっと2週間ぐらい、あと3、4、あと5月か。だから埋まってきてるのはもうなんか、11月の下旬から1月で2月が埋まって感じですよね。だからまだまだですよ。まだまだ空いてるんで。そうなんですよね。だから今やってますよ。毎日。でもやっぱり正直、僕も家族がいる、子供2人いるから、全集中はできないですよね、やっぱね。
子供らのご飯送り迎えもあるしね、なんやかんやしてたらあっという間ですよね、一日。そう、その辺はね、バコロドに行ってた時はね、あれだったです。でもその分やっぱり嫁さんに負担がいってたんでね、まあ今はちょっとやっぱりいろいろなバランスをね、やりながら、僕が一人でね、突っ走るっていうのもありなんですけど、そうそうそう。今何時も、もう皆さんあれか、もう明日は日曜日だし、お盆入ってるからね、もう今、春久さんはスリランカじゃないや、インドネシアでパプアンバス明日から、FS ウォーカーさんも今高知に向かうと用意してギリギリまでなんかライブ参加されてくださったみたいで、いやーねあれなんですかね、お盆は長い人だったら来週もう1週間ぶっ通し休みなんですか？なんか土日月火水木金土日、いや9連休になるのかね。9連休あると結構いろいろできますよね。まあいいんじゃないですか。もう今年は夏ゆっくり家にいるんだとか、あの方はぜひチャット GPT とクロードコード両方課金して、6000円ぐらいですか？ 6000、じっくりやってみるのいいと思いますよ。おすすめだと思う。いろんな仕事があるでしょ。皆さんいろんな仕事してはると思うんですよ。なんか絶対合うから。そのなんかウェブを作るとか e コマあれをウェブで売るとかじゃなくても、例えばその経費生産が楽になったりとか、なんか、なんだろう、仕事の指示書みたいなのとか、案件まとめたりとか、あとお客さんまとめたりとか、あのなんかできるっすよね。まあ今あれなのかな、会社で使うなとか言われてたらまあ別だけど、個人の仕事、釣りのアプリ考えてみてもいいんじゃないですか。自分でいっぱい写真とかデータとかためテキストコンテキストっていうか貯めてた人、動画とか一回ぶち込んで読まして、面白いと思いますね。だからそんなのができる。今までちゃんといろいろ取りだめしてた人は強いんですよ。でこれからもちゃんとその音声とかこういうライブとか、残しておくと強いです。それを分析してデータまとめてなんかに、まとめてくれるんですよ。そこからいろんなことをできるんで、僕もまだ勉強中なんで詳しい人いたらね、もっと教えてほしいですよね。AI のこと AI はそうじゃねえよって言ってほしいんですよね。僕にね教えてほしい。なんせ僕はまだ素人、ど素人ですね。とりあえず今1ヶ月、1ヶ月半ぐらい使ってるかな。1ヶ月半使ってみて、やっぱりインスタグラムはと YouTube ショートと良くなって、実際に釣りのお客さんがかなり、反応がいい、であとはいろいろやっぱこの辺も変えてきました。このカメラもね、ほら
これ昔から見てる人は今画像が良くなってるの分かると思うんですよ。これピント合うやつなんですよね。うん、こういうのにもこんなん安いですけどね、ちょっとずつ変わってるんですよね。マイクはずっとあったんですよね、これね。2月ぐらい買ったんですよね、これ。ライブするって決まったのが1月下旬でそう。そっからめっちゃ面白くなってきて、で、これセブ行った時に買ったんですよね。マイクはいるよねって。で、先週香港行って、これ今、ノートはちゃんともう動画用に買ったんですよ。うん。なんだっけ、エイスース、明日エイスースのタフ、ゲーミング。うん。全然違う。で、多分これ音もね、多分前のアーカイブとかと今の同じマイク使ってるんですけど、多分良くなってる。映像も良くなってる。で、動画の処理速度がもう雲泥の差。これはね、NVIDIA の GeForce RTX 5060ってやつが入ってるです。8ギガ。で、メモリーは32ギガ。で、SSD が1テラですね。で、ASUS とか、はじめね、エイサーってあるんですよ。エイサーにしようとしたら、ちょっと安いんですよ、エイサーの方が。同じ台湾じゃないのかな、台湾のブランドで。で、それでいっかとか思ってたら、香港の店員さんがなんか、まあ、基本的に何やんのみたいな。編集とか言って。で、いや、エイサーは安いよ。なんで安いか知ってるみたいな。いやなんでみたいな。安い部品使ってるからとか言って、まあまあまあそうなんだけどみたいな。まず冷却が違うんだと。で、僕は冷却気になってたんですよ。フィリピンって暑いでしょ、年中。今結構暑くなってきたな。なんで、ライブとかしてても暑くなんだよね、これ。ちょっと待ってね。そう、パソコンね。で、ASUS と Acer の決定的な違いはやっぱり冷却装置。なんかね、エイサーは2本ぐらいしかね、パイプが通ってないんですよ、冷却の。ヒートシンクっていうんですか。これ、エイスースはね、何本 ?4 本だったかな。で、ファンが、で、あとバッテリーもいいんですよ。でかいんですよね、エイスースの方が。っていうので、この辺は多分パソコン詳しい方も結構、パソコン詳しい方いたらね、ちょっと、何々がおすすめですよとか聞きたいな。で、日本のやつも調べたやつ、なんかよくあるでしょ。マウスだっけ、マウスとか、あの何ガレリアとか。あれなの見た。あと、レノボ前使ってて、だけど、なんかもうでかくていいんですよね。まあ、で、AI もやりだしたし、まあ動画編集がとにかく止まってたんですよ。もう全然編集できなくなって、うん、そう。で、パソコンは変えてよかった。今年、今年一番じゃないの。もう、まだ1週間ですよね、これ使い出して。だけど、めちゃくちゃ変わった。値段はね、香港は消費税がないんで、28万円ぐらいだったかな。そう。上見たらきりないんですよ。めっちゃいいので、だいたい ASUS のノートで100万ぐらいなのかな。でもまあ、そんないらないでしょ。多分ね、CPU がもっと良くて 45万、もうちょっといいので45万ぐらいかな。まあ、それぐらいあると、まあ、もう何のストレスもないんじゃないかな。
僕ゲームはやんないんですよ。ゲームはやんない。でもこのね、OBS ってソフトで送ってるんですけど、配信してるんですけど、意外にね、これもね、重たいんで、うん。で、カメラは、なんだっけな、これ、eMeet っていうやつ、eMeet。うん。1.5分の1センサーなんで、結構明るく映るですね。うん。これがね、例えばね、カメラ変えると、えっと、何これ、ちょっと待ってよ。カメラ、ね、うん。これ、これが、悪すぎるやろ、これ。ちょっと変えましょうか。今映ってる画像が、マジでそんな悪くないやろ。え、これがね、ASUS のカメラ、嘘やん。これが内蔵カメラらしいっすよ。どうですかこれ、新しく、ノートパソコンについてる、この、埋め込み型のやつね。ちょっと画像悪すぎるから変えますわ。うん。ちょっと待って。拡大になるんだ。うんうんうん。まあ、全然違うでしょ。全然違うわ。いや、本当は、日本にいる人とかだったら、もっとデスクトップってやるの液晶あるから。液晶とキーボードとタワー型のとか。あれで買えば自分でオーダーするんですよね。もうちょっと安くなると思いますよ。で、僕はもう圧倒的にどっか行くこともあるんで、重たいけども18インチの、重いですよ。4キロぐらいあるんで。だけど、やっぱちょっとノート以外は、ちょっと選択肢なかった。ノートですね。で、これは18インチの液晶ここについてて、で、横に 4K の、この液晶良くないんで、良くないっていうのは、黒い色とか白い色がぼやけちゃうんですよ。だから、4K の27インチのモニター。めっちゃこれは映像用ですね。っていうのをつけてるんですね。多分ね、結構釣りの方とかは、この辺パソコン、あとカメラ、あと携帯電話っていうかスマホ、この辺とか好きな人多いんじゃないかな。あと車、うん、うん、釣りに密接してるでしょ。まあパソコンと、なんか釣りってあんまり無頓着な人、なんていう、何にも興味ないよみたいな人っていうよりは、結構いろんなもの興味津々みたいな人多くないですかね。で、まあ釣りと同じぐらい車に金かけちゃったりとかしてる人多いんじゃないかな。うん。
まあ釣りだと基本決まってるけどね。ハイエース、デリカ、ジムニーぐらい。あとはもうね、釣りに特化してんだったらハイエース、ジムニー、ハイエース、ジムニー、ハイエース、ジムニー、デリカ。あ、辻友さん、ノートで見れないこともないですが、専門カメラ綺麗です。あ、やっぱり綺麗ですね、これね。うん、全然違う。全然違う。明るいし。いや、そんなに高くないですよ。1万ちょっとですよ。1万。いや、上見たら気になるんですよね、これ。このね、なんかね、今、ライブ中継用のカメラってあるんですよ。20万円とかでも。もう全部こう、だからあれかな、企業とかで、会議とかで使ってるのかな、なんかホワイトボードでここでやってたら、自動でズームで寄ってったり、あるんですけど、これ十分。あ、綺麗でよかったよかった。よかったっすよ。うん。ね、なんか僕は、あのー結構車は好き。車好きだけど、うーん、今はトヨタ、トヨタのラッシュです。と、なんか中国製のトラックにで、バイクが今3台あるかな。でもう1台はリタイアですね、鈴木は。バイク興味ある人もいるのかな、結構ね。釣りバイク、うん。車、カメラでしょ。うん。だけどカメラと釣りはもう無理でしょ。カメラって激しいもんね。あれ、レンズ代とか。うん、カメラは無理だよね。カメラハマって釣りもやってますって、ちょっと厳しいよね。だってすんげえもん。値段が。でもね、一つ言っとくと、ここで有名な話ですけど、数百万のカメラと3万円のカメラ、これでいいっすよ。だし、なんだったら今スマホで、まあ日本の人はアップル使うのかな、まあアップルでもいいし、あのシャオミとかあるんですよ。シャオミのね、セブンティーンとか17ウルトラとか、あの辺とかあったら、まあ値段香港で12万円とかに、まあ一番上で20万なんですけど、携帯ね。うん、それで撮ったらもう普通に、だから分かるんですよ。あれもなんていうの、ソニーのなんとかとかアルファ3とか、もう本体だけで100万で、レンズだけで50万、レンズ何本も、ね、あれもいいんだけど、とりあえず撮りたいって人は携帯電話でも、あとこれぐらいのやつでもいいっす。辻友さん、はい。バイク大好きでしたが体力がきつく引退。バイク、そうですか。バイク、大きいバイクしんどいっすよね。あれでいいっすよ、 150cc ぐらいで。うん。気持ちいいから、夏とか、僕が好きなのはホンダのリード。ホンダのリード110かな、今125なんかな。ホンダのリードってあるんですよ。超乗りやすいんですよ。なんだけど加速もいいの。
軽いからウィーンって。あれホンダリード、ちょっとごめんなさい、僕フィリピン市場は詳しいんですけど、ホンダリードね、リード125になってんのか。これね、まあザおばちゃんが乗るようなバイクなんですけど、あの皆さんね、こんなになったの。えー、リードこんなになったんや。スマートキーも入ってさ、マジ35万2000円しますね。マジか。誰がこんな、リードなんか見たないって。まあリードいいか。ちょっと画像出せ。僕好きなんだよなリード。あのいや今のリードは知らないけど、これね、もうちょっともうちょっとね、おばちゃんっぽかったんだけどな。えうん、これ35万 2125cc で、キーですと、高いね。高いっすね。同じキーだわ。いい。高いわ。だから僕と嫁さんが今もう全部ホンダにしたんですよ。で、それが、あれ、日本語。えホンダクリックで、うん。新型なんだよな。これか。うん。ちょっと待ってくださいよ。えっとね、えー、えーこれね、これ、ホンダクリック。これ、35万もしないぞ。ほら、8万、僕が多分エンジン一緒。125cc のエンジンは一緒。で、キーレスエントリーとか、いよいよで、22万ぐらいじゃないかな。違う、9万ペソですわ。9万ペソ。うん。ツイトモさん、ミラーレス使っていましたが、重いので iPhone15 Pro で満足してます。そう、もうその通り。その通りです。僕が言いたかったのはそれ。そういう感じでやって、でも、動画はやっぱり撮った方がいいと思いますね。写真も。うん。ツーストリード90。ツーストのリード90なんかあったんですね。乗ってたんですか？そう、僕ね、リード大好き。うん。乗ってたから。で、今はこれ。うん。唯一ね、125cc で水冷なんですよ。唯一じゃないか。これとジョルノっていうのがあるけど、うん。そう。いいっすよね。だから、バイク、バイクは、確かに大型はしんどいと思うんですよ。重たいから。
だけどね、なんかね、僕も大型乗ってたけど、本当にバイク気持ちいいのは、なんかこの変数、120、うん。いや、2班の NSR も乗ってたし、だけどなんか一番ね、こう、いい思い出だったのは、やっぱり高校卒業して乗ったホンダの ZX50。ゼッペケって言われてるやつね。関西ではゼッペケ。関東ではゼックスって呼ばれてましたけどね。ゼッペケ50。あれはツーストだったんですよ。めっちゃ速かったね。あれで学校行ってたから僕大学。それで、えーっと、そっから車乗って、でもまたバイク乗りたいってなって、うん、それであれか、あれ、フォルツァっていうビッグスクーター買ったのか。通勤も考えて。うん。で、BMW のでかいの GS1200 か。あれ買ったけど、で、売ってすぐ。で、NSR250 と、リード110と、うん。いろいろ乗り継うん。売って、その間売ってますよ。うん、売ってますけどね。うん。なんだけど、やっぱりこうね、なんか、通勤とかで使うときはやっぱ、であと気使わないでいいのが楽。で、こっち来てもずっと、鈴木ばっか乗ってた。鈴木アドですね。うん。で、最近では2年前からクリックですね。昔、リード90ですか。あ、いや、もう4時間なんで、まあ、そうそう、ぼちぼち僕も眠たくなってきた。寝ますか。うん、いやいや、ありがとうございました。最後まで。あ、ウェーブ100ね。あ、ウェーブはフィリピンありますね。ちょっと安めのね。うん。で、ウェーブ100とか110じゃないかな、今。いいっすよね、あれ。そう、だからね、バイクもね、僕はしょうがないっていうか、やっぱこっちでも車あるけどバイクの方がいいんですよね。渋滞知らずだし。なんか白が増えてきたな。バイクは面白いね。面白い。別に僕はあんま改造しないけど。まあ、改造する人は改造でも面白いし。うん。さあさあ。そう、原付きがいいんですよ。原付きっていうか。ビーンってひねってね。いや、あれもいいんですよ。何だけど NSR とか速すぎんだよな。250買ったけど結構高かったな。80、10、10、12年前ぐらいに買い直し、うん。あれ僕高校生ぐらいの時にもう流行ってたんだよな。97、うん。あの時30万とか40万で売ってたんだよな。でも今もうすごいでしょ。13年前ぐらいの時に買って、70万ぐらいでなんかもうほぼ300キロか400キロしか走ってないのは、うん、70万ぐらい買ったな。その時もブームだったけど、まあ今もうちょっと無理でしょ。ね。今 NSR2 班250とかは相当ツーストのね、あれは高いっすよね。ツーストじゃなくても、まあ、高いバイク、オールドは、クラシックっていうか、旧車は。そう。だから僕はなんかね、そう、バイクは好き。あれを乗ってるのが。今はまあ別にクリックでもいいんだけど、軽いのがいいですね。軽くて安いバイク。そう、だからウェーブとかね、あとね、鈴木だったらレイダーとかね、
鈴木のレイダー知ってます？これね、こんなバイクなんですけど、まあ 150cc キャブ車で、キャブもあんのかな、インジェクションもあんのかな、なんかまあまあすんだよな。20、今30万ぐらいすんのかな。これ。これとかをカリッカリにいじったりしてますね。やつがいる。まあまあ、そんな感じで。なんだ今日のライブ。まあ、いいか。今日のライブは、こんな感じっすか。ありがとうございました。釣り友さんもアキーさんも、はい、FS ウォーカーさんはもう多分走ってると思う。ね。高知へ。で、フリーウィルフィッシングさん、はい、ありがとうございました。また、この、アキーさんも、フリーウィルフィッシングさんも今シーズン来られる方ですね。で、春久さんは今、明日からインドネシアでパパンバスということで、お後もよろしいようで終わりましょうかね。はい。じゃあ、明日日曜日ですけど、ゴールデンウィークじゃねえや。お盆っすか。まあ、皆さんゆっくりね、楽しんでください。はい。まあ、僕はまたライブしますからね。はい。じゃあ、おやすみなさい。ありがとうございました。